Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tokyo Game Show. Hello everyone and welcome to Tokyo Game Show and Sense of Wonder Night 2014. 皆さんこんばんは。こんばんは。あれれれ、こんにちはでしょ。戦争ワンダーライトなんで、はい、こんばんは。確かにセンスオブワンダーナイトですもんね。今じゃね、なんでセンスオブワンダーナイトかっていうのも疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれないですね。今までがね、夜だったっていうのもありますよね。ついにメインイベントにまでさせていただきました。7年目に入りましたセンスオブワンダーナイトです。はい、そうですね。それじゃあもしかしたらね、初めての人もいるかもしれない。自己紹介しましょうか。はい、じゃあ先にどうぞ。はい、ITT 日本名誉理事吉です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そしてシンさんと一緒にセンスオブワンダーナイトを盛り上げていきたいと思います。イザベルです。よろしくお願いします。So I have to tell everyone because I don't know if everyone speaks Japanese, so I will introduce myself in English. I'm Isabel, I'm half Japanese and French, and I'm really happy to be here again with you. And I will support Mr. Shin, who is the founder of International Game Developers Association Japan. So 皆さん、今日は最後まで楽しんでってくださいね。So Mr. Shin told us it was the 7th time this year that this event is taking place. So it's wonderful because this event is growing up and it's getting bigger and bigger. ね。皆さん本当にありがとうございます。7年前に、レストランで始まったこのイベントなんですが、毎年開催して大きくなりまして、ついにはこんなイベントにさせていただくことになりました。すごいですよね。だって本当そのレストランからちょっと会議室っぽくなって、で去年は広めなステージになって、今年はこのメインですよ。すごくないですか、皆さん。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。そしてね、ちょっと奥の方で歩いてる方もよかったらぜひ見に来てください。センスオブワンダーナイト2014始まりますよ。はい、ということですね、このセンスオブワンダーナイト、皆さんもうたくさんの人も何度か来てるかと思うんですけど、知ってる方、いつも来てるよっていう方、ちょっと手挙げてもらえますか。せーの、いつも来てるよー。 That's so nice. Thank you for coming every time. はい、よかったですね。なんか今年もね、たくさんのサポーターが来てくださって楽しみにしてます、私も。So, let's introduce about this event. じゃあ早速ですね、このイベントが初めて来た人のためにも何のイベントなのかちょっと紹介したいですね。紹介していきましょう。はい、このセンスオブワンダーナイトは見た瞬間、コンセプトを聞いた瞬間に誰もがハッと自分の世界が何か変わるような感覚、センスオブワンダーを引き起こすようなゲームのアイデアを発掘するところなんですね。なので、英語でもね、こちらで、書いてありますけれども、要はですね、本当に皆さんここでしか見れないような作品が見れますので、その時にね、ちょっと感動を感じていただけたらと思います。So this event is written here what it's about. So to resume, it's a wonderful event that gives opportunity for many people, many creators. So I hope you will enjoy. Thank you. そして今年はですね、すごいたくさん作品があったんですよね。何作品あったんですか。今年が136作品を覚えておりました。136. So this year we received 136 works. Isn't it amazing? 27カ国からの応募をいただきました。27 countries. Oh my goodness. すごくないですか。だって去年はもうちょっと少なかったですよね。そうですね。また内容の質もですね、また今年もクオリティが上がっていて、非常にコンペ、非常に採点するのが大変でした。そうですよね。たくさん応募が来れば来るほど、このライバルっていうかクオリティどんどん上げていかないと追いつかないですよね。Wow, that's amazing. So we have 136 from 27 countries. So I hope we will find some amazing creations. So 今年のタイトルですが、去年は一体どんな作品があったのか皆さん覚えてますか。シーさんなんか覚えてます。そうですね。はい。ちょうどここで、昨年になったと、賞をいただいたタイトルがどうなったのかちょっと簡単に紹介させていただきたいと思います。Please allow me to introduce some of the details of what happened to last year's entries.
まず一つが、ロストトイ覚えてる方もいらっしゃると思いますが、非常に哲学をテーマにした、パズルゲームです。And some of you may remember one of the entries, Lost Toy, which had the theme of philosophy, and it was a puzzle game. で、今年の、今月のですね、Apple Store の中でのアメージングパズルゲームの中に実は選ばれています。And in fact, this year it was selected within the Apple App Store as one of the amazing puzzle games. 非常に素晴らしい。すごいことですよね。もう一つご紹介させてください。はい。Allow me to introduce one more entry. 次のスライドお、これですね。昨年オーディエンスアワード一番戦争をワンダーナイトで一番、賞の価値のあるオーディエンスアワードを受賞したですね、ミュージアム・オブ・シミュレーション・テクノロジーのチームですね、今は次インディの開発を始めてます。Now, in fact, one of the entries, Museum of Simulation Technology, which won the Audience Award, that team is now beginning their development effort for commercialization. アメリカでものゲームデベロッパーズカンパニーズでも、スチューデントショーケースという、アワードの受賞に成功しています。And they were successful in winning the award for the student showcase in the US Game Developers Conference. 戦争ワンダーナイトをきっかけにたくさんのいいゲームを通すのとても嬉しくてしょうがありません。And I'm very happy to see that a lot of wonderful games have appeared as a result of our holding the Sense of Wonder Night event. ここをね、登竜門にこういうふうにたくさんの人がね、こう羽ばたいていくって素晴らしいことですね。本当にやっててよかったねって思いますね。そうですね。本当に嬉しいですね。はい。それでは審査員の方を紹介していきたいと思います。Let's introduce the judges. それでは紹介いたしましょう。Mr. Kawaguchi from Microsoft Japan. 皆さん拍手。今田代さんが本来は、スピーカーなんですが、ジャッジなんですが、今TGS フォーラムの方で講演をなさっているので、今代理で川口さんに立っていただいております。はい、ありがとうございます。And Brandon Sheffield from Microsoft Games. Next is Isao Kitayama from Shindenken. Next is Juan Creel from Joju Games. Next is Mr. Ueyama from NHN Play Art. はい、NHN の馬場さんも同じく今 TGS フォーラムの方で講演をなさっているので、今上山さんの方に代理で参加いただいています。Next is Koji Tada from Sony Computer Entertainment. Next is Simon Collins from UBM Tech Web Game Network. はい、サイモン・カーレスさんがちょっと今日ねいらっしゃらないということで読み上げましたけれども、メッセージをいただいているのでちょっとそちらの方を読み上げたいと思います。So unfortunately, Mr. Carl, he couldn't join us, so I have the message from him, so I would like to read it. So, thanks to all of Sense of Wonder Night organizers, judges, entrants, and attendees. Yet again, there's some amazing games submitted, and I really enjoy checking them all out. So much inspiration. Congratulations to the finalists. ということなんですね。もう本当にたくさんの人がね応募してきている中で、本当にファイナリストの皆さんおめでとうございますというメッセージをいただいております。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。Next is 新平ヤシマ from Korea. And the last is Zako Zako team members. ザコザコさんは去年までは講演をしていただきましたが、いい加減お前らは引っ込めということでプレゼン審査員に変わっていただきました。すごい、審査員になっちゃったんだね、ついに。おめでとうございます。それはそれですごいことですね。さあ、というわけで、ジャッジの皆さんは以上になります。それではプレゼンテーションの紹介の方にどんどん行きましょうかね。そ
それではシンさんちょっとプレゼンお願いしてもいいですか。はい。通訳の方お願いいたします。はい。今年は10本のタイトルを3つのパートに分けさせていただきました。This year we have 10 entries and we have divided them into 3 parts. 一つがまず新しい対戦ゲームの可能性ということで、2タイトル紹介をさせて、4タイトルですね。はい。First of all, we will be introducing 4 titles which are in the category of expanding possibilities of fighting games. スピードランナーとプッシュミープル U。 First of all, we have Speed Runners, followed by Push Me, Pull You. それからピコレシタ。あとで読み方は自分で説明してくださいね。The next one is Piccole Chita, and I hope that the creator will explain about how to pronounce this one properly. 8-bit MMO ですね。And then followed by 8-bit MMO. で、次のパートが音を作るインタラクション。The next is play and interaction with sounds and music. 次はフィル。The first title is Fill, ダブウォーズ。 followed by Dub Wars, ランキング then Working. ですね。はい。で、最後にパズルと生み出す物語の世界をパートに分けさせていただきます。 And then the next part is narrative world created along with puzzles. で、チェイン。 The first title is Chained, で、エクスパンド。 followed by Expand, それから200。 and then Miegakure. どのタイトルも本当にすごいタイトルです。And each of the titles are truly astonishing. とても本当にプレゼンテーション楽しみにしてます。So I'm really looking forward to the presentation. そうですね、本当楽しみなんですけど今回8組が海外からのプレゼンテーターということで、はい、すごい。そうですね。海外から来ちゃいましたね、こんなたくさんで、10組の中から8組で2組が日本ということですよね。Okay, so we have 8 presenters from overseas, and so where are they? じゃあプレゼンターの皆さんどこにいらっしゃいますか？イエーイ。イエーイ、プレゼンターの皆さん、OK、前の列に座ってますね、皆さん。ね、海外からもね、出場者が来てるので、どうか応援してあげてくださいね。で、応援の仕方とか、ちょっとこのね、イベントの盛り上げ方とか、ちょっと特殊なやり方があるんですよね、金さん。音楽ってちっちゃくできますかね。ちょっと音下げて。OK。Because we have a special rules for this Sense of Wonder Night, and Shin-san will explain it. 皆さん、ルールをセンスオブワンダーナイトの基本的な重要なルールをご存知ですか？はい。Is everybody aware of what the basic rules of Sense of Wonder Night is? いいですか？センスオブワンダーをプレゼンテーションで感じたら必ずこれを振ってください。We want you to shake this if you feel a sense of wonder. この大きさが大きいほどそのゲームはセンスオブワンダーを獲得したということになります。And the louder the sound is, then that means that much greater sense of wonder has been achieved by that particular game. で、その音によってその人たちを評価してあげてください。So the sound of this will evaluate the authors of the game. ちょっと練習してみましょうか。そうですね。 Let's try a practice. せーの。You know, actually, it's good exercise for my arm. なんかね、二の腕のいい筋トレになる感じが。プル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 。で、重要なルールがあります。重要なルール。So there's one important rule here. 5つの各部門賞があるんですが、その部門賞はジャッジがスコアをつけます。There are 5 categories in which the judges will be scoring the results. しかし、センスオブワンダーナイトで一番価値が高いのはオーディエンスアワードです。However, the most valuable award is that of the audience award in the Sense of Wonder Night. オーディエンスアワードはこの音で決まります。And the volume of this sound determines who is going to win the audience award. まずですね、非常に優れたアナログセンサーで2つのタイトルを絞ります。And then there will be 2 titles selected, first of all, with an outstanding analog sound sensor. 非常に優れているこのセンサーです。And it's this sensor which I've just shown you. 僕の耳です。すみません。Actually, it's my ears. ただし、その2つの中に皆さんがものすごく音が大きかったものから2つ選ばせていただきます。And then out of those 2, we will select one which has especially attracted the most audience volume. そしてどちらが残るのかは皆さんに決めていただきます。
Now, which of the two will remain as the winner of the audience award will be determined by all of you. そしてこれがセンスワンダーナイトのグランドプライズです。And that is what the grand prize is all about for the Sense of Wonder Night. 皆さんプレゼンテーション頑張ってください。So, work hard on your presentation, everybody. すごいプレッシャー今かけましたよ。けどまずですね、本当に海外から来たプレゼンターの皆さん、そして日本の参加者のプレゼンターの皆さんに大きなシェイクを届けようじゃありませんか。Shake for the presenters who came especially for this Sense of Wonder Night. Thank you. 素晴らしい。はい、じゃあルールも終わったところで、そろそろ本番に行きたいんですけれども、そして本日のSense of Wonder Nightの模様は東京ゲームショウの公式動画配信チャンネルでライブ配信を行っております。アドレス出てますね。またツイッターのハッシュタグはSown2014なので、ぜひツイッターの方もよろしくお願いします。そして、見てる方もぜひ盛り上がってくださいね。Okay, so it's a live show broadcasting on Tokyo Game Show's official website channel, and for Twitter, the hashtag is #Sown2014, and it's going to be broadcasted. So I want you to make so much shake because so many cameras around. Okay, shake, shake, shake. Thank you. はい、そしてもちろんですね、このセンスオフワンダーナイトが、こうやって無事にこんな大きくなっていて、行われているのはこちらの、スポンサーの皆さんのおかげです。ありがとうございます。Thank you for all the sponsors on the screen. Thank you, PlayStation, Google, Nintendo, and Pasocon Kobo. Thank you very much. さあ、というわけでそろそろプレゼンテーションのスタートですね。じゃあ用意はいいですか皆さん。 Are you ready for the presentation? Yes! Okay, so let's move on. それでは最初の作品を紹介しましょう。 Speed Runners by Tiny Build Games from Netherlands. こちらどうぞ。So you're the first one. How do you feel? どうですか最初のトップバッター。もう最初のプレゼンテーションができてワクワクしてます。それじゃあ頑張ってください。Good luck then. はい、というわけでプレゼンテーションスタート。Alright, hello Tokyo Game Show, hello Sense of Wonder Night. I'm really excited to be here. Thank you so much for having me. 皆さん、東京の皆さん、こんにちは。また東京ゲームショウの皆様方、そしてセンスオブワンダーナイトに特に参加していただいている方々に、このように出られたことを感謝を申し上げたいと思います。It's a great honor for me to be here, and I'm excited to give you the first presentation on the game that I've been working on for quite a time already. It's called Speedrunners. それでは私がこのような形で初めてこのイベントにおいてプレゼンテーションを行うことができることを大変光栄に思います。そして長い間私が手掛けてきたゲームであるスピードランナーズについてこれから紹介したいと思います。So, Speedrunners started off as a single-player game. It's a time trial game where the goal is to reach the end of the level as quickly as possible. Kind of like Super Mario, you have to explore different routes, memorize the environment, and master the controls. スピードランナーというのはもともとはシングルプレイヤーのタイムトライアルのゲームでスーパーマリオのような感じで開発したものであったわけですけれども、しかしここにおけるゴールというのはできるだけ早くそのゴール、そのレベルというものを完了することです。そしていろいろな経路というものを探索し、そしてその環境というものを記憶してコントロールをマスターすることによってプレイするゲームです。And what I want to talk about today is how we took that concept of a single-player game and turned it into a multiplayer game, and what the problems are that we encountered when we did that. 本日は皆様方に対してこのようなシングルプレイヤーのゲームとして開発したものをどのような形でもって対戦形式のマルチプレイヤーゲームに変えることができたか、またその際にはどういう課題とか解決策というものを体験したかをお話ししたいと思います。So, when I was a kid growing up, I used to play video games at home a lot, and one of the fondest memories I had was playing Halo Combat Evolved on my Xbox. そして私が若い頃はもう本当に
テレビゲームを遊ぶのが大好きだったわけです。そして自分がプレイしている間はよく、その Xbox の方で進化したヘイローコンバットというゲームをよくやりました。We used to play with 4 friends, and we played a split-screen versus mode where you could take each other on in different arenas. そして我々はよく4人の友達と一緒に分割画面を使って、そして対戦モードでもっていろいろ各プレイヤーが違った場所からその対戦するというようなゲームのやり方を取りました。And what's interesting about this split-screen mode is that you can actually cheat a little bit by looking at the screen of your opponent. しかし分割モードの面白い点として、ちょっと、インチキをして、そして相手の方の画面を見ることができるわけです。And the way that we played the game was that we made cheating part of the set of rules for the way that we played it. しかしそういうふうにごまかすこと自体を我々はプレイの仕方のルールとして使いました。And what's cool about that is that it removes the low-level hide-and-seek aspect of the game, where you have to figure out where your opponent is and what type of weapon he has. そしてこうなりますとかくれんぼのような低いレベルのそういった側面というものを排除することができるわけです。すなわち相手がどこにいるのか、またどんな武器を使っているのかということをいちいち自分で考えなくて済むわけです。And instead you can focus on the high-level concepts, the mind games in the game, where you can formulate a plan knowing what the opponent is, where he is, what he does, and you can formulate a plan that works against his plan, taking into account that he also knows that you have a plan and he knows where you are and you know that he is there, and it's really complicated. そのために、そういうようなローレベルのものではなく、非常にハイレベルな、競争というものをすることができるわけです。すなわち、相手がどこにいるのか、何をしているのかということを分かった上でプランを練ることができるわけです。しかも、自分の対戦相手も、自分がどういうふうに振る舞っているのか、どこにいるのかということが分かるわけですから、非常に複雑なゲームになるわけです。And it turns the game from a poker game where nobody sees your cards but yourself into a chess game where all the pieces are on the field and the game takes place in the minds of the players. そしてこのゲームというのはあたかもポーカーのように自分の手を見せないようなゲームではなく、むしろチェスのように全ての状況というものが明らかに見えるような状況の中に置くことができるわけです。So, when we wanted to make a multiplayer version of Speedrunners, the initial thought was to put it in a split-screen version. そしてもともとこの、マルチプレイヤーでもってスピードランナーというものをやろうと思ってた場合には分割画面というものを使うことを考えました。We quickly realized though that it's difficult to do that because in a game like Speedrunners where it's all about speed, you need to see where you're going, and if you have a split screen, there is very little room for you to see what the level looks like. しかしそれは非常に早い段階からそれは難しいということが分かったわけです。というのはスピードランナーズのようなスピードが大事なゲームであった場合には、自分がどこへ向かっているのかということを見ることが重要なわけです。しかし分割画面ということになるとそんなに場所の余裕というものを取ることができないんです。So the only option for us was to put all the players on the same screen. そこで唯一のオプションとして全てのプレイヤーを同一の画面に置くということでした。However, then the question remains, what do you do when someone falls outside of the screen? しかしそこでも問題として残るのは、もし誰かプレイヤーが一人でもその画面に残らなくなった場合にはどうするか。That's when we remembered a different game I used to play a lot, which was called MASH. しかしそこでちょうど他のゲームで自分が若い頃やってたものを思い出しました。マシトというゲームがありました。It's a racing game, and in this game you also see all the players on the same screen, and if someone falls out, they are just knocked out of the game. そしてこれはレーシングゲームだったわけですけども、そこでも同じ画面上全てのプレイヤーを見ることができたわけですけれども、その画面からもしあるプレイヤーが外れてしまった場合にはもうそこでノックアウトされたということになるわけです。So the goal of the game is not to finish the race first, but to knock out all your opponents. そこでゲームのゴールというのは、1着で、そのレースを完走するのではなく、むしろ他の対戦相手をみんなノックアウトすることが狙いです。It's based on the game Micro Machines, which was a 2D game. Maybe you've heard of it. そして皆さんは多分聞いたこともあるかもしれませんけれども、2次元のゲームで、そのマイクロマシーンというのがあったわけですけども、それがベースとなっておりました。So
So this mechanic of outrunning your opponents so much that they fall outside of the screen also presents an interesting auto-balancing mechanic. そしてこういうふうに自分の方で早く動いたために他のプレイヤーをもう画面からもうはみ出してしまうようにするっていうのはまた別の側面というものを持っているわけです。When you're in front, you don't see what is coming up, and when you're behind, you have a lot more room to see what the level looks like. So there's an advantage for the person who is behind, and a disadvantage for the person who is in front. そこでもし自分が一番前の方に走っている場合には、その先が何であるかということはなかなか把握できないわけです。そのに対して追っかけている方としては多少の余裕を持って、次に何が来るかということが分かるわけですから少々、その後ろから追い上げる方が有利な側面もあるわけです。And this makes the game more forgiving for new players, which allows more people to enjoy the game. そしてこれによりまして、もう新規にこのゲームを楽しむ人たちの方に対してより寛容であるということでありますのでより多くの人たちが親しんでいただけると思ったわけです。The problem with knockout games, however, is that if you're the first person to be knocked out, you don't get to play anymore, so the game isn't all that much fun. しかしノックアウト形式を取りますと一つの問題があります。まず最初に自分がノックアウトされてしまった場合にはそれ以上プレーを続けることができないということになってしまうわけです。And you can play speedrunners online, so online it's even a bigger problem. そしてスピードランナーズというのはオンラインでも遊ぶことができるわけですからオンライン上では今の点というのはもっと大きな問題になります。And we try to eliminate this by whenever the first person is knocked out, the screen will get smaller and smaller. そこでこの問題というものをなくすために最初のプレイヤーがノックアウトされたら画面がもっと小さくなっていくという形式にしました。This forces a decision between the remaining player and also gives the game an interesting rhythm and tension. これによりましてその他のプレイヤーたちの判断というものが変わってくるわけでありますしまたこのゲームに対してもある一定のリズムあるいは緊張感ということも与えることができるわけです。And that's about all the time I have for today. Thank you so much for listening. If you want to know more about speedrunners or about us, this is the website that you can go to. You can email us or follow us on Twitter. Thank you very much for having me. I had a lot of fun being here. これ以上時間がなくなってしまいましたので以上皆様方の方でもっとスピードランナーズについてお知りになりたいということであれば我々のウェブサイトはここで紹介されてますし、メールでも受け付けますしまた Twitter の方で我々のフォロワーになっていただければ嬉しいです。本当に、今日はここで参加できて楽しかったです。 Thank you. どうもご清聴ありがとうございます。 Do you have a movie? This is. Show that. そうですね、ムービー見たいですよね、ちょっと。I'll just show you the game. Okay. ゲームを見せていただきます。 This is just a computer playing against each other. これはコンピューター同士の対戦です。 So you run and you jump. ランニングしてそしてジャンプします。 You use weapons to knock out your opponents. 相手をノックアウトさせるために武器をいろいろ使ったりします。 There's a grappling hook that you can use to swing on ceilings. そして天井を使うために一つのフックを使うことができます。 And then when you're the furthest ahead, you can knock out your opponents if they fall off the screen. そして画面から相手が外すようにもっと先へ行ってしまえば、相手をノックアウトさせることができるわけです。 And it looks like these computers are very well matched to each other. このコンピューター同士というのは非常にうまく対等に戦い合ってるみたいですね。 When you're the last one standing, you get a point, and the first to score 3 points wins the game. そして自分が生き残った場合には1ポイントをつくということでそして3ポイントを最初に貯めたところがこのゲームに勝ったということになるわけです。 Thank you so much. どうしよう北山さん、はい、コメントをお願いします。 So perhaps we can get a comment.
ですね、このゲームを初めて見たときに、なんていうんですかね、セナとマンセルのなんかデッドヒートのレースみたいなのを感じたんですよ。Now, when I saw this game for the first time, I was reminded of a dead heat race between Ayrton Senna and Nigel Mansell in Formula One. で、多分、なんかこう、頭にこのデッドヒートのイメージがあったのではないかなと、でそのイメージをなんかこうプログラムして作ったんじゃないかなってところがすごく興味があって、で僕もそういうのにちょっと見習いたいなと。で、徹底的に頭の中でそのゲームのイメージをして、それをこうなんていうんですか、プログラムしたのかどうかわからないんですけど、その作るときに叩きつけるっていうのをやったのではないかなと思って、その辺すごく興味があります。だからちょっとそういうこともまた教えてもらいたいと思います。はい。Most likely, I thought that such an image of a dead heat was in mind when the programming for this game was carried out. And that was something that I really wanted to learn from, about having an image of a game in mind as the program is being made. Well, I don't know whether that was the way the programming was carried out, but that's something that I'm interested in, and I would definitely be interested in learning about that. あとですね、ヘイローでチートする話はすごく面白かったので、なんかそれをまた昔のゲーム探ってちょっとやってみようかなと、人のために見ながら、はい、それを思いました。I was also reminded of the interesting comment made that this was inspired by cheating in the game Halo, and so I was reminded of the old game, and so I decided to try that out myself by cheating at that game by going back to it. このゲームはインディーゲームブース4人で対戦できるんですか？ Is it possible for 4 persons to have multiplayer competition with this game? Yeah, you can play with 4 persons next to each other on the couch or online against each other. In the booth? In your booth? Okay. これはオンラインでもできますし、またお互いに同じ場所で座ってて、そして対戦することもできます。僕もやりました、そこで。はい。やりました。やりました。In fact, I tried it out myself. この会場で体験できちゃうんですね。はい。So it will be possible to experience this in the hall here in the exhibition. OK。シーさん、こんな時間がなくなっちゃいますから、次に行っちゃいましょうか。Okay, we might be running out of time, so let's move ahead. OK、それじゃあもう一度大きな拍手をお願いします。Speed Runners by Tiny Bill Games Casper Van Ace. Thank you very much. さあ、続いてのプレゼンに行きましょう。もうスタンバイしてますね。それでは、紹介しましょう。It's Push Me Pull You by House House。OK、ちょっと簡単にインタビューしますか。はい。OK、how do you feel? So I just can tell you. ちょっとドキドキしてます。でも大丈夫だと思います。はい、それでは皆さん用意の方はいいですか。それではプレゼンテーションスタート。Hi everyone, my name is Stuart. I helped make this game. It's called Push Me Pull You. This is the first game we've ever made. こんにちは、スチュワートと言います。このゲームを仲間と一緒に作りました。タイトルは Push Me Pull You で、初めて作った本格的なゲームです。So these are my friends who I made the game with. It's Jake, Michael, and Nico. 一緒にゲームを作った仲間です。ジェイク、マイケル、ニコです。So recently we spent a whole summer playing local multiplayer games together. Games which we call new sports, like this one called Hopra, which is kind of a minimalist take on ball sports like soccer or hockey. 実はある夏、今の仲間と一緒に、ローカルな、ニュースポーツと呼ばれる、多人数の参加型のゲームをして遊んでいたんです。それがこのゲームのようなホクラというゲームのようなゲームで、ミニマリストなサッカーやホッケーのような球技タイプのゲームでした。We love the dynamic that came from playing games 2 versus 2. I really like the feeling of intensity that comes with it and the feeling of relying really heavily on just one other teammate. そして2対2のゲーム方式というのが非常に動きも激しくてとても気に入りました。激しい戦いができますし、あとたった1人しかいないチームメイトに頼るというところもとても気に入りました。And so when we decided we were going to make a game, we decided to make something like Hopra that focused really heavily on that feeling of playing in close coordination with someone else.
ですので、本格的に自分たちでゲームを作ろうと決めたときに、今のような、僕らのようなゲームでお互いに協力し合って、そして戦うという、そういうゲームを作ることにしました。So also when we're thinking about sports games, we realized that there are many games out there that focus on sports at a really high professional level. But we like the idea of sports that are played on a much lower level, like a local club or just a game that a group of kids can play together. そしてそのパートナーがいるというゲームだけでなくスポーツも取り入れようと思ったんです。ただもうこの世の中にはたくさんのプロスポーツのゲームがあるんですが、自分たちとしてはもうちょっと草野球レベルのような、例えば地域リーグだったり子どもたちが一緒にプレーするスポーツがいいなと思いました。So we looked into sports that developed that kind of close connection with someone else. そしてパートナーと一緒に、試合をするというスポーツをいろいろ調べてみました。So this was okay. でこれでも良かったんですけど、But this was better. This is more what we wanted. でもこちらの方が気に入りました。And we ended up with this. で結局こうなりました。And this is how a game became about relying kind of completely on your partner. You always have to coordinate with them at all times to make sure you can accomplish anything. これは確実にパートナーと協力して、そして何をするか、お互いに協調して、そして一緒に達成しなければいけないゲームです。So now we just have to make up a sport for this. We have to think about what kind of game would characters like this play. で、このキャラクターにスポーツをさせなければいけませんので、さて何ができるかなと思ってみました。So the most obvious thing was to add a ball for them to focus on. ボールを与えるのが一番照準があっていいんだろうと思いました。And you'll notice here they can't do much on their own. They have to work together to move it. で、ボールを動かすには本当にこの2人一体で動かさないと動かすことはできません。And we found we liked playing with them most when their bodies were interacting with each other or making different formations or wrapping around each other. そしてこの、胴体がいろいろな形になって方向を決めたり戦略を決めたり物を包んだりするそれもとてもいいと思いました。As you can see here, they can stretch out so they're really long and they can wrap around the ball in kind of complex shapes, or they can shrink down so they're more focused and they can move together more easily. 胴体を長く伸ばして複雑な形でボールを包んで守ったり、もしくは縮こまってそして俊敏に動いたりすることができます。So this is what it looks like when you put it all together. でこれを合わせたゲームがこうなります。And so we worked out very early on that the most interesting interactions came from pressing against the other team, trying to work your way around them or work your way through their defense. で最初に分かったんですけれども、もう相手、つまり対戦相手と押し合いへし合いをして、そしてボールを奪い合う、そのために自分たちの体の形状を変えたり、相手のディフェンスを破ったりするという、そこが一番面白いということに気がつきました。And so our game became much more like wrestling, with the ball as a focus point rather than like soccer or hockey. ですので、サッカーやホッケーと違って、もちろんボールは奪い合うんですけども、ボールを持ったレスリングのような形のゲームになりました。Controlling the opponent in our game is much more important than controlling the ball. そしてこのゲームで大事なのは、ボールをコントロールすることでなく、対戦相手をコントロールすることです。And because we don't really have any explicit actions like pass or tackle, the game becomes more about exploiting the way you arrange yourself or trying to subvert the way the other team has arranged themselves. でこのゲーム自体には例えばパスですとかタックルですとかそうした細かい、戦術はないですので、とにかく、自分たちの体をどうやって変えて、相手のチームをしのぐかということがもう一番大事になります。So eventually we started making up names for these different kind of plays that emerged at higher levels. ただレベルが高くなりますと、いろいろな、体の形も出てきましたので、それに名前をつけるようになりました。So here, this is one of the most basic moves that we came up with. When you wrap the ball up like this,
We call this the snail. これはボールを胴体で包み込む技ですけれども、これはカタツムリと呼ばれています。This one we call a scroll. でこれは、値差やとも一緒にくるまる渦巻きのようなシナモンロールのような形になります。And this one is a good example of flipping the bag or reversing the bag. これは、ハンドバッグの中身を逆さまにして中身を取り出すというような形に似てますので、フリッピング・ザ・バッグという名前です。And so much of the fun for us comes from seeing people come up with their own tactics like this, without us explicitly naming them or telling people what to do. そして実はユーザーの皆さんにこうした方がいいですよとかこういう技が面白いですよと言わないで、ユーザーの方々が自分からいろいろな戦術やいろいろな形状を考えてきたことがとても私たちにとって面白かったです。And with this kind of freedom to play the game however you want, we think our game can be very expressive and hopefully very relatable, even to people who maybe don't often play games like this. このプレーは自分たちがやりたいようにプレーする自由がありますし、いろいろな表現の可能性を持っていますので、普段あまりゲームをしない人たちにも身近に感じてもらえると思います。Thanks so much for having me. どうもありがとうございました。Thank you so much! ありがとうございました。やばいですね。It's so fun! It's really cool. ザコザコさん。ザコザコさん、do you have any comments? 僕らですか。なんか似たようなゲームを。そうです。のびのびボーイってご存知？ Do you know it's a game called Nobi Nobi Boys? Yes, we love Nobi Nobi Boys. 大好きです。そうです。素敵ですよね。I 似てるなと思いました。I thought that there is some similarity between your game and Nobi Nobi Boy. Yes. はい。 Yeah, we had that in mind the whole time. 実はずっとそれを考えながら作ってました。あともう一個ちょっと質問があるんですけど、キャラクターがすごい可愛かったんですけど、なんでメインのキャラクターにハゲたおっさんを使ったんですか？ I have one question. Now, your main character is kind of cute. However, why did you choose bald old guy as one of your characters? He's our favorite one. We like to use him on all our promotional material. We like the idea that maybe this is a sport that doesn't get played by young, fit people, but by everyone, even maybe older people or younger people together. Not too serious. あのキャラクター実はとっても気に入ってるんですけれども、実はこのゲームは例えばいつも運動していてマッチョでもう本当にキビキビしている人がプレーをするというよりも、若い人もそれから一家の中でちょっと年を取った人もみんなで楽しめるゲームだと思いましたので、そういう意味でもキャラクターを作りました。なんかすごく愛を感じるゲームでした。I feel full of love. Thank you. That's good. That's what we're for. ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Thank you very much. It was Push Me Pull You by House from Australia. Thank you. Thanks for having me. ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次に行きましょうか。次の作品名はピコレチッタ by Teko from Japan。はい、準備ができてますね。はい、それじゃあプレゼンテーションスタート。はじめまして、テコと申します。How do you do? My name is Teko. 今日はですね、僕が作っているゲーム、ピコレチッタというゲームをですね、紹介したいと思います。And today I'd like to introduce to you the game that I made called Picolechita. で、はじめにですね、このゲームのコンセプトを話したいんですけど、そのためにですね、ちょっと自分の子供の頃の話をしようと思います。And I'd like to first of all talk about the concept of this game, but before that, I must talk about my childhood. 子供の頃はですね、僕、結構友達とですね、よくビデオゲームやっていました。Now, I often played video games with my friends when I was a child. で、僕はですね、結構やっぱりそういう一緒に遊べるゲームが好きでですね。And I really like games that we could play together with others. 子供の頃の僕はですね、未来のゲームについてあることを思い描いていたんです。And there was an idea I had of what the games of the future would be like. 未来はもっとたくさんの人と一緒に遊べるのかなと。I thought that I'd be able to play with even more people in the future. で、現実はどうでしょうか？ Now, what's the reality?
確かにですね、たくさんの人が遊べるようになったと思います。 Yes, I do believe that it has become possible to play with many more people at the same time. でその主流はですね、一人一画面で基本オンラインとか無線を使った手段、プレイスタイルだと思います。 However, mainly this is done by having each person sit in front of a screen and go online to play with the others. でこれがですね、子供の頃の僕が思い描いた未来なのかと言われるとですね、 Now, if you were to ask me, is this what I imagined the future would hold? 答えはノーです。 The answer would be no. こんな別にオンラインとか複雑な仕組みなんて全然知らなかったって考えていると思いません。 I didn't know anything about online or anything complicated like that, so I didn't really even think of that. もっとシンプルです。 It's more simple a thing than I thought. ここからの想像なんで、いやこうです。 This is the kind of thing that I had envisioned in my mind. 大人数で一つの画面を見て遊べるゲームです。 It's a game where a large number of people could all face the same screen and play これ it. がピコレジッタです。 And this is what Picoletta is about. ピコレジッタはですね、大人数協力型アクションゲームです。 And this is a multiplayer, a large scale action game. 10人で遊べるようにして持ってきました。 And I brought along today the version where 10 players can enjoy the game. マイクを使ってください。はい。でこのようにですね、コントローラー一人が一つ持ってですね、遊べるように作っています。 I've made the game so that each player can use their own controller to play the game. でどういうふうに遊ぶかというとですね、ルールはシンプルです。 And the rule is very simple. みんながですね、ゴールに取り付けばクリアになります。 The idea is to clear a level by having everyone reach a goal. そのためのステージを今日いくつか用意したので紹介したいと思います。 And I'd like to introduce you to several of the stages that I've prepared to show you here in this game. でですね、一個大きな特徴があってですね、全員がゴールにたどり着けないとクリアになりません。一 And 人 there's one major feature. All the players have to clear a goal in order to clear that level. 一人でもゴールに行けなかったらクリアになりませんので、その点ご注意。 So you have to be careful of the fact that even if one player is not able to reach the goal, then you're not going to be able to clear your level. では実際のステージを見ていきましょう。 Now let's actually show it. This is the first stage. でですね、ちょっと気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、上に鍵があってですね、右下に扉があると思います。 Now you may have noticed that on the upper side of the screen there's a key, and then towards the right you see a door. クリア条件はですね、鍵を取って、扉を開けて全員が入ればクリアです。 And to clear this level, what you have to do is to be able to get that key, and then get everybody to pass through the door to clear the level. じゃあ実際にやってみます。 We'll actually try it out. 一人じゃ無理です。 No, you can't do it by yourself. で、これちょっと簡単に説明するとですね、 Now I'd like to explain about how to do this. 数字や書いてブロックがあります。 Now there's a block with a number on it. これはですね、その数字以上の人数で押すと動きます。 So you get things moving if you push it with the number of people higher than the number indicated on the block. それを生かしてですね、どうクリアするのか、一人じゃ無理なんで、ちょっと動画を用意しました。 So in order to explain about how to go about it, since it's impossible for one person to do it alone, I prepared a video for this. 早速みんな動きました。 Now everybody started to move. みんなでブロックをこう真ん中に集めていきます。 And everybody's collecting the blocks to the center. で
お、行きましたね。 Now, they've done it. これですね、全員が入ればクリアになります。 So everybody gets in, and you're able to hear that level. ここでなってほしいです。一人だけ行きません。 There's one person who hasn't been able to make it. どうしたらこれクリアできるでしょうか。 How can you clear that? 戻ってきましたね。 Everybody's come back. これできましたね。 Now they're eliminated. これでクリアです。 And they've cleared it. こんな感じなんですね。初めに説明しましたが、全員がクリアできないとゴールにクリアできないので、俺は先にゴール行くぞなんていう気持ちじゃクリアできません。 Now, I mentioned at the beginning that everybody has to get to the goal, otherwise you're not able to clear that level. And so if you try to do it just on your own, then you're not going to be able to win. 助け合いの気持ちが大事です。 The important thing is to have a feeling of the attitude of helping each other. であとですね、ちょっと時間が押してるので、いくつか他のこういう協力プレーを求めるステージばかりなので、いくつか簡単に説明します。 And you always have to have a cooperative play, so I'd like to explain several of them very briefly. 今度はですね、キャラクターが1匹しかいません。 Now, there's only one character here, 実際もですね、動いてくれません。じゃ but even if you try to control it, no, it doesn't move. あこれどうやって動くのかっていうとですね、このステージはですね、多数決制になってます。 Now, in this particular case, the majority wins. みんなが A ボタンを押すと A ボタン反応します。みんなが B ボタンを押すと反応します。 So if everybody presses the A button, then there's a manipulation that's possible. If everybody presses the B button, then you get the B button reaction. 実際には全員とは一定以上 Oh, it doesn't have to be everybody, though. It's a certain majority. なので僕の手10本しかないんですけど、ちょっと頑張って押してみてください。 So I only have 10 fingers, but I'll try it out. こんな感じですね。協力者がいないと遊びません。 You need a collaborator to do it. ちょっともう時間がないので、いくつか飛ばします。 So I'll skip a few since they're 他にもです running ね out of time. こんな感じでさっきと同じような12でアップデートするんですけど、さっきとは違う感じでクリアするステージもあります。 And likewise, you have to have 10 players here, but you have to clear this level with a different way. 他にもですね、10人ブロック寿司です。 You have something like this. これをですね、やっぱり10人集まってやるとですね、結構盛り上がります。 And you can build up a lot of excitement if you get 10 players playing this together. といった感じでですね、ピコレチッタ協力プレイのステージをですね、たくさん作っております。 And so therefore, there's a lot of stages that involve cooperative play in で this 最後に game, Picoletta. で最後にですね、別にこのゲーム10人にこだわってはおりません。 Now, I'm not necessarily obsessed with the idea of having 10 players in this game. 100人用ステージ、200人用ステージ、今ここにいる会場の皆さんと一緒に遊ぶステージもですね、できないかなと考えています。 I'm thinking of ideas whereby maybe you could have 100 persons for a stage, or 200 persons enjoy a stage, or everybody in the audience here being able to enjoy the same game together. もしそれができた時にではですね、よろしければですね、皆さん一緒に遊びましょう。遊んでくれるのはですね、最後に言ってください。 And if I'm able to complete such a game, let's all play it together. So please be sure to shake that thing for me. ありがとうございました。ありがとうございましたこれは10人で遊んでみたいところですよね。遊びたい It'd be fun to have 10 persons play together like this. 矢島さん、コメントお願いします。 And I'd like to ask Yajima-san to make a comment.
ありがとうございます。すごいなんかオーディエンスの皆さん盛り上がりだったので、まずその盛り上がりにびっくりしました。First of all, I must say that I was astonished at the excitement that built up in the audience here. でこれだけ盛り上がったのはやっぱりですね、プレイのムービー見るだけで、何がルールで何が面白いかがすごく分かりやすいっていうのがポイントだったと思います。Now, I think the excitement built up here because through the video we were able to see the play and we could see what the rules were and what the play is all about. で一つだけお願いがあるんですけど聞いていただけますか。And I'd like to just make one request, if I may. 僕のうちの USB ポートですね、3つしかないので、コントローラーが10個刺さらないんです。I only have 3 ports for USB in my house. I can't put in a pen. わかりました。この後秋葉原に行って帰りたいと思います。I see. I'll immediately go to Akihabara. これまでって何回ぐらいこれで実際に10人集まって遊ん How だの？ many times have you actually tried to get 10 people together to play this? 実際に遊んでもらった後、でも100人以上に遊んでもらったと思います。I've had over 100 persons enjoy this game already. すごいですね。私も遊びたくなっちゃいました。みんなで後で遊びたいですね。はい。それでは本当にありがとうございました。Thank you。はい、じゃあ次に行きましょう。日本の作品が終わった後はアメリカに行きます。It's 8-bit MMO by Archive Entertainment from USA。それではプレゼンテーションスタート。Hello, I'm Robbie Zenchak, and I'm here to tell you today about the last 13 years of my life. こんにちは、ロビー・ジンチャックと申します。まず、私の今までの過去13年間を遡ってお話ししたいと思います。When I was growing up, I played many classic games like Chrono Trigger and Zelda. 私が子供の頃、いろいろなクラシックなゲーム、例えばクロノトリガーですとかゼルダですとかをやりながら育ちました。When I was playing these growing up, I was inspired to become a games creator myself. そうしたゲームにかなり刺激されて、自分もゲームを作ってみたいと思うようになりました。I also played a lot of a game called Ultima Online. それからアルティマオンラインというゲームもたくさんプレイしました。I was very impressed with the fact that players could play with each other across the world. これで世界中の見知らぬ人とプレイができるということに非常に驚きました。It was then that I decided that I wanted to create my own massively multiplayer game. その時に大規模なマルチプレイヤーゲームを作ろうと決めたんです。Of course, I did not realize at the time that most MMOs have team sizes of hundreds of people. ところがその時はほとんどの MMO は何百人の人が集まったチームが開発しているということは全く知りませんでした。So instead, I decided to make it by myself. なので一人で作ってみようと思ったんです。I think everyone thought I was a little crazy. でみんな大丈夫かな、ちょっとクレイジーなんじゃないかなと思っていたみたいです。Much to everyone's surprise, including my own, by the time that I finished high school, I had a very, very simple prototype. ところがみんなもそして自分でもびっくりしたんですけれども、高校を卒業する頃には大変シンプルな試作品を作ることができました。This prototype from 2002 was so simple there was only one playable character in the game, and that was the family dog. その2002年の時の試作品はあまりにもシンプルでしたので、誰がプレイしてもキャラクターは一つだけ、その時に家で飼っていたペットの犬でした。There was even only one item in the game, and that was a party hat. で、アイテムも一つだけ、パーティーの時に被る帽子です。And if more than 3 players connected to my MMO at the same time, the entire thing would crash. で、この MMO に3人以上がつながるとシステムはクラッシュしました。But even at this point, I saw how cool it is to have people from all across the world play your game, even strangers you've never met. でもそれでも本当に一度も会ったことない人でも世界のどこからでもこの MMO につながってプレイできるということについては本当に自分自身とても感動しました。I decided I wanted to share this feeling of creation with all people. ですのでこのものを作るという気持ちをいろいろな人と分かち合いたくなりました。I wanted to create a game where it's the players who create the player versus player arenas and the dungeons.
プレイヤー対プレイヤーのアリーナですとか、迷路をプレイヤー自身に作ってもらうというそういう世界を作り上げたくなりました。I wanted to create an MMO where it's the players who create the cities and towns. プレイヤーが街ですとか大都市を作るような MMO を開発したくなりました。13 years later, I'm excited to say that my dream from high school is now finally a reality. そしてそれから13年後、その時高校生の時に思った夢がついに叶いました。This is my game, 8-bit MMO. これが私が作った 8-bit MMO です。It is a world created by the players. これはプレイヤーの方が作り上げた世界です。I am still, after all these years, only one developer. 何年経っても私はただ一人のデベロッパーにしか過ぎません。However, I'm very grateful that I now have over 600,000 registered users. でも今、登録ユーザー数が60万人にもなって、本当に光栄に思っています。I'm inspired by what they create. They create amazing pixel art. で、プレイヤーの方が作り上げるその想像力には本当に自分も刺激を受けています。ピクセルアートを作ります。They create towns that are huge and sprawling. 本当に大きくてどんどんスクロールする街も作っています。They create competitive player versus player arenas. プレイヤー対プレイヤーのアリーナも作っています。They even write hundreds of pages of wiki articles, including fan fiction about the game. ゲームのファンフィクションも含めて何百ページのウィキの記事も書いてくれました。They create fan videos about the game. それからこのゲームのファンビデオも作ってくれました。They're even able to be part of the development process through a special system which allows them to suggest ideas for new content and features. そして新しい機能やコンテンツを提案できる特別なシステムを通じていろいろな意見やフィードバックもくれます。The game is expanding more and more every day. In fact, it is now larger than the United Kingdom in landmass. でこのゲームは毎日広がっていますので、実は面積だけを数えると、イギリスの実際の国土よりもこのバーチャルの土地の方が広いです。I'm inspired by their creations, and I'm very proud that I've been able to work together with them to create our very own world. プレイヤーのクリエイティビティにはいつも驚かされ、そしてインスピレーションを受けていて、そしてみんなと一緒に一つの世界を作り上げることを本当に喜んでいます。This is why I want to encourage all creators to follow their dreams. ですので、すべてのクリエイターの皆様に夢を追ってくださいと応援したいと思います。Because 13 years ago, I would have no idea where I would be today and where the game would be today. 13年前はどんなゲームを作れるのか、そしてまさかここにこうして立っていることも全く思っていませんでした。Even if your idea is crazy or outlandish, you should still try it. 誰かにクレイジーだ、もうできるわけがないと言われるアイデアだとしても、ぜひやってみてください。Thank you very much. ありがとうございました。I hope you will stop by our booth here at Tokyo Game Show 2014. 東京ゲームショー2014年にブースも出してますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。And of course online at 8bitmmo.net. それからオンラインでは 8bit.mmo や mmo.net です。すごいですよね。多田さん、お願いします。That's great. 多田さん、please。はい。ですね、一人でこれを作ろうと思ったっていうので、それがまずクリージーだなと本当に思いましたけども、60万人の方がね今参加されているということで、なんかイギリスよりも広い面積を、皆さんマップ作れるということで、その一人のなんですか夢みたいなものが60万人に伝わって、それのクリエイターが自分だけでは作れないものをユーザーの人と一緒に作れるっていうのは非常にこうなんですかね、クリエイターとしては嬉しいだろうし、我々遊ぶ側も非常にそのゲームにとってゲームにこう愛着を持てるというかっていうことでも
インディーらしい情熱を非常に感じました。本当に素晴らしいと思います。Yes, I can agree with you that trying to create MMO by only yourself sounds a bit crazy. However, that dream of yours actually communicated to now 600,000 players, and that's very impressive and very emotional to hear that. And one person's dream is shared by many different players and users, and many people are getting the inspiration. And now the virtual your land is much larger than actual UK land. And I'm really glad to hear that one person's creativity has been spread to many people. Thank you. ありがとうございます。最初の頃ユーザーを集めるのってものすごく大変だったと思うんですが、どんな風にたくさんの人が集まったか。So I can imagine that at the beginning, it must have been difficult to connect to many users. How did you solicit it? How did you get users to play your game? Yes, initially I started as a very kind of grassroots campaign. I would post in forums and even meet people locally in the city that I live to help get kind of that initial user feedback to help make the game as good as possible. そうですね、もともとはとても大変だったので、ある意味草の根レベルの活動をしました。もう本当に実際に地元に地域に住んでいる人たちに会ってやってもらって、そしてフィードバックをもらってという形で非常に地道に活動を続けました。今後はどういうふうに発展させていくつもりですか。So would you like to expand your current success into the future? I have actually many plans for the future in terms of this game. I've been working on it for 13 years, and I can see myself working on it for another 13 in the future. 実は将来に向けてはいろいろな考えがありまして、もうここまで13年間頑張ってきましたので、あと13年間またやりたいことをどんどん追求しようと思います。はい、ありがとうございました。Thank you very much. はい、それでは次に行きましょう。次の作品の名前は Built by Yoichi Komori Games from Japan。それではプレゼンテーションスタート。こんにちは、陽一小森ケンスの林陽一と申します。How do you do? I am Yoichi Hayashi of Yoichi Komori Games. 作家名としては小森陽一を使用しています。And I use the name Yoichi Komori as my author name. いろいろな活動をしておりますが、基本的には個人の日曜大工的なゲームスタジオになります。Now, I do a variety of different activities, but basically what I'm involved in is a kind of do-it-yourself carpentry-like game studio. 念願のソウンファイナリストとして登壇することができて大変感激しております。And I'm greatly happy about the fact that I've been able to be selected as the finalist in something that I have always wanted to do, the Sense of Wonder Night. 本日はフィルというパズルゲームの紹介をさせていただきます。Now today I would like to introduce to you the puzzle game Phil. このパズルゲームのゴールは画面を埋め尽くすこと。タイトルそのままです。And as the title would indicate, the goal of this game is to fill up the screen. しかし通常のパズルゲームと違って最初にパズルのルールを提示しません。However, unlike normal puzzle games, the rules are not indicated at the beginning. プレイヤーは初期状態の画面を見て適当に触ってみることから始めます。First of all, things start with the player looking at the initial screen and trying out various things. そしてその反応から動作原理や操作方法を見つけていきます。And by judging from the reactions, then it's possible to find out the operating principles and the ways you manipulate the game. つまりパズルのルールを見つけ出すこと、それ自体をパズルにしてみました。In fact, the puzzle is to discover the rules. That in itself is a puzzle. これでゲームのルール自体、究極にシンプルになりました。And so, therefore, the game rules have become an ultimate in simplicity. それならば絵も音も極限まで削ぎ落としてみようと思いました。And so, therefore, I decided to try and minimize both the visuals and the sounds as well. その結果、このようにモノクロで単純な図形のみで構成する画面が出来上がりました。So, as a result, the screen is now complete with black and white and figures like this. それではゲーム画面を見ていただきます。Now, please look at the game screen.
ステージ選択画面になりますね。これをステージ選択してゲームを開始します。So this is the screen to select the stage, and by selecting the stage, it's possible to start the game. じゃあ始めてみます。We'll try it out now and start. これが初期状態の画面です。And this is the initial state. 何これって感じなんですけども、とりあえずここ触ってみるところから始めます。And so it's like this, and you try to touch it and see what happens. なるほど、こうなっているのかっていうことがだんだん分かってくる。And gradually you get an idea of what is supposed to take place. その後は、その見つけた操作を利用して画面を埋め尽くせばクリアになります。And then once you've discovered the way to manipulate, then once you fill the screen up, then you clear it. と操作はスライドだけでなくてタップしたり回転させたりなどいろいろあります。However, it's not just a matter of sliding things, you tap things, or you rotate things. There's various different ways that you can manipulate. 回転させるパターンというのもある。And there's also a pattern for rotating. また操作するものが下に隠れているというパターンもあります。There's also a pattern in which what you have to manipulate is hidden below something. こう縦に動いて、It moves vertically like this, and then 下に隠れているものが出てきて、you find something hidden underneath. 移動させて元に戻すとクリア。And then once you move it around like this, you're able to clear it. 下に隠れているものを見つけ出して、So you find some things that are hidden, でクリア。and you've cleared it. また操作が別のものと連動しているというパターンもあります。There are also cases where certain manipulations are linked to something else. これが移動すると隣にあるものが動き出す。You see that if you move that around, then what's right next to it also moves linked to it. これ回転をさせると Here's where you rotate something, 動いてクリア。 and then you clear it like this. あと最後に一見連動がよくわからないタイプ。And there's the type where the linkages are not so easy to understand. 回転するんですけども、回転するだけなんですが、 It rotates, but it just looks like it's simply rotating and nothing is happening. 回していくと But then you rotate it even more, クリアやる。 and you can clear it. じゃあスライドに戻ります。 Now, getting back to the slides. と特徴をまとめますと、 And here are the characteristics. シンプルな画面ゆえに表示されるものすべてがヒントです。It's a very simple scene, so therefore, because the simplicity of the screens, everything that is displayed is a hint. 画面の向きは自由ゆえに縦でも横でも斜めでも OK です。 And so therefore, since it doesn't matter about the orientation of the screen, it could be in landscape mode or portrait mode, or it could be slanted. 幾何学的な形状ゆえに文化的背景を必要としないので宇宙人でもできるかもしれないです。 And since this involves geometric patterns, it doesn't really have any cultural background to it. So therefore, aliens from space could probably be able to play it quite easily. 文字を使用しないのでゆえに子供や動物でもできるかもしれないです。 And since it doesn't use any text, possibly both children and animals may be able to play it. やり直しが効くゆえに間違っても元に戻せるので躊躇せずにとにかく触って試せです。 And you can redo things, and you can return to the original state even if you make a mistake. So you can, without hesitation, try a lot of different things. これらの特徴から得られる効果をまとめますと、 Now this is a summary of the effects that you can achieve because of these characteristics. 操作を発見する楽しさ。 There's the enjoyment of discovering the way to manipulate things. 変化する図形の面白さ。 And you can see the interesting enjoyment of changing patterns. シンプル&ソリッドな美しさ。 It has simple and solid beauty. ということになります。 These are the characteristics.
時間も予算もない我々エンジンがトリプル A タイトルに対抗するには全力で逆方向に走ることも必要ではないでしょうか。We feel that if we don't have anything like in terms of money or budgets that the AAA titles have, then we as indies have to go in completely the opposite direction as they do. このようなタイトルのことをトリプル A に対抗してトリプル Z と私は呼びたいと思います。And to compete with AAA titles, we refer to this as a triple Z title. 以上これにてトリプル Z タイトルのフィルの発表を終わりたいと思います。And with that closes my presentation of this triple Z title, Phil. ご清聴ありがとうございました。Thank you very much for your attention. ありがとうございました。トリプル Z っていいですね。Triple Z sounds great. では、Triple C is awesome. 本当にすごいです。I think the best part of the game is that it invites to explore. このように探索を呼びかけているというのがそのゲームのいいところだと思います。As a player, you only discover what kind of interaction you will have by trying and discovering the effect of your touch. そしてプレイヤーとしてその総合作用というものは実際に自分が触れることによってどういう結果を招くかということをいろいろ試すことによって初めて得られるわけです。Lastly, I particularly love the subtle visual aesthetic by just using black and white because it gives the player a very zen experience. そして特に私が気に入っているのは非常にモノクロであるという微妙な美的感覚であるということです。これ何面あるんですか？50面。50。どうやってアイデアを思いつくんですか？これものすごくたくさんのバリエーションです。How do you come up with the ideas for so many? なんとなく作ってる。I just work it out somehow. 素晴らしい。That's wonderful. はい、大丈夫ですか。聞きたいこといっぱいありますけどね。この辺にしておきましょうか。ありがとうございました。インディーブースで当然プレイ可能です。はい。ね。We can play this game in the booth. OK、それでは次に行きましょう。続いての作品は Double Wars by Ura Interactive Inc. from USA。来ましたね。OK、are you ready? OK、それではプレゼンテーションスタート。 We are very honored to be included in Sense of Wonder Night. このセンス・オブ・ワンダーナイトに来ることができてとても光栄に思っています。My name is Joe Albrechtsen, and our game is Dub Wars. ジョー・アルブレッセンと申します。私たちのゲームはダブ・ワーズです。Our journey began with the 3i Game Console launched their Kickstarter campaign, as we are one of the developers to purchase an early access development kit. この私たちのこのゲームを作る旅路は、ウーヤが、キックスターターキャンペーンを始めた時から開始しました。というのは、私たちはデベロッパーとして、この、開発キットを早く手に入れることができたからです。We wanted to create something that was fun and exciting. Our idea was, let's make a game to dubstep music. とても楽しくてワクワクするようなゲームを作りたかったんです。ダブステップの音楽に合わせたゲームを作ることにしました。Here's a look at our first prototype of the game. It was a 4-player car combat style where you picked up weapons, then as you fired, it would play dubstep sounds. これが最初の試作品だったんですけれども、まず4人のプレイヤーの車のコンバットスタイルで武器を選んで、そして武器を使って射撃したり撃ったりすると、それにダブステップの音が流れるというものです。We thought everyone's going to go crazy over this, and that friends would be making YouTube videos of dubstep songs where they carefully time their shots. もう本当にみんな夢中になってくれると思っていました。友達はこれを使って YouTube のビデオを作って、そしてショットを打つときにダブステップの音に合わせるように注意深く、そして楽しんでくれると思ったんです。When in reality, it actually sounded terrible. ところが出来上がってみますとひどい音でした。If you look closely, the test track we built resembles one of the Mario Kart stages. The gameplay was actually a lot of fun, but the musical connection was not working.
よくよく検討してみますと、私たちが作ったテストトラックというのはマリオカートのステージの音に非常に似ていましたので、ゲーム自体はやって楽しかったんですけれども、音とのつながりがうまくいかなかったんです。We wanted to get back to the original idea of building a game of music, as music is such an emotional driver, and there are so many talented artists creating great songs. ですので、もう最初のアイデアに戻ることにしました。それは音楽に合わせたゲームを作るというものです。まず音楽というのは人の気持ちを揺さぶるものですし、もうすでに素晴らしい曲を作っているアーティストはこのようにたくさんいます。By using existing music and pulling from the audio creativity of the artists, we could focus on adding stimulating visual components and fun gameplay. ですので、すでにある音楽を使って、そしてそのオーディオを活用することによって、私たちはそのワクワクする音楽の上に刺激的なビジュアルを乗せて楽しいゲームを作れるわけです。So instead, we decided to switch to a single-player, top-down shooter where the weapons are synced to the music and fired to the beat. Here's a video of Dub Wars in its current form. ですので、私たちが次に作ったゲームはプレイヤーは1人トップダウンシューター型、そして武器は音楽にシンクして射撃されます。そしてビートにシンクします。これがダブワーズの今のビデオになります。This allows us to create a more immersive experience where the song is a focus and the gameplay is built around it. こうした形にすることによって、プレイヤーに没頭する体験を提供できますし、まず中心となっているものが音楽で、そしてゲームはそれを取り囲むものになります。Player weapons are customized to the song and change with the different beats of the music. Each level lasts the length of the song between 3 and 5 minutes. そしてプレイヤーの武器ですけれども、これは曲に合わせてカスタム化されます。そしていろいろな音楽のビートによって変わってきます。各々のレベルというのは1曲の長さに合わせられていますので、だいたい3分から5分ぐらいです。Another goal we were after was simplicity. Since the weapons are tied to the music and fire automatically, you only need to move and aim. それからもう一つ達成したかったことは、とにかくシンプルにするということです。この武器というのは音楽に合わせて自動的に射撃されますので、プレイヤーがしなければいけないのは標的を動かすということだけです。As you become more familiar with the music, you can then anticipate weapons and strategize. そして音楽に慣れてきたら、例えばもっと武器に慣れたり、戦略を作ったりすることができます。Here are some color tests for one of the levels. これがレベルの一つのカラーテストになります。This is one of our sketches of a level. これが一つのレベルのスケッチになります。And then concept showing the direction we want. これが私たちがどういう方向に行きたいかというコンセプトがなります。Even though the gameplay is simple, we wanted some diversity between levels. In this one, you can choose an ally and fight against the opposing team. ただゲーム自体はシンプルなんですけれども、やはりレベルによって少し変化を持たせようと思いました。ですので、このレベルでは味方と同盟を組んで、そして敵と対決することができます。Each level will have multiple difficulties and feature bosses, whether that is a giant spider or pony shooting giant purple lasers. それから各々のレベルにはいくつもの難しい困難なチャレンジがありますし、ボスも存在します。それが例えば大きな雲であったり、もしくは子馬が紫色のレーザー銃を発射するというものであります。Because we customize each level, it allows us to include Easter eggs about the artists, connect, and learn more about them. で私たちは自分たちでレベルをカスタム化しますので、イースターエッグという隠れキャラクターを作って、そしてアーティストに対してからフィードバックをもらって、そうした言葉からいろいろ学ぶこともできます。Here we have a naval assault taking place as you defend a dock. これは海での攻撃で、自分たちの役目は港を守ることです。This is an example of even though the game is all 2D, we're pushing to give it more depth. それからゲーム自体は2次元なんですけれども、もっと深みを持たせるようにプッシュしています。
Some of the music we have includes sounds that allow us to explore new areas. The name of this one is Leviathan and includes underwater elements of the song. それから、音楽の中には、新しいエリアを探索できるものもあります。これは、レバイアソンというもので、海の下の水中の、要素が歌の中に入っています。We do not add any additional sound effects, but play the song in its pure form. それから、サウンドエフェクトは加えていませんので、オリジナル曲をそのまま流す形です。Our team consists of proud Unity developers. Another focus was to build a game that could be ported to multiple gaming devices. 私たちのチームには自分たちの仕事に誇りを持っている Unity の開発者が開発者の集団になっています。そして私たちはいろいろなゲーム機に移植できるゲームを作ることを目標にしています。We are currently available on the Ouya game console and Steam Early Access. You can participate in the beta version as we continue to refine the experience. 今のゲームは、ウーヤのゲームコンソールと、それから、Steam Early Access で提供されています。また、これからもどんどん改善していきますので、よろしかったらどうぞベータ版を試してみてください。With the development of Dub Wars, we have created a tool alongside Unity that streamlines music integration. After full release, we plan to innovate for new music and game genres. この W1 の開発として私たちは Unity と一緒に音楽をストリームラインして統合できるツールを作りました。もう完全なフルリリースが来ましたらもっと新しい音楽や新しいゲームのジャンルを追求したいと思っています。革新を求めています。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。Thank you。北山さん、質問があるので。Dennis, you must have a question? I didn't think that you were going to ask me, to ask me a question again. ですね、僕がゲーム作った時で、なんかこういうと悪いかもしれないですけど、音楽ってちょっとおまけみたいな、サポートみたいな、そういう考えで僕は作ってるんです。So, maybe doesn't sound correctly, but when I create game, music is always a supporting item, not the main item. で、ちょっと視点を変えて音楽がなんか主人公になってるというか、音楽から始まったゲームっていう風になってて、で、僕も実際このゲームやったんですけど、昨日そこで。だからなんていうんですか、ちゃんと音楽とリンクして武器が使われるので。全然違った感覚のゲームになっているところが良かったです。However, this game has a different perspective because the music is the main character. And I actually played this game yesterday, and I really experienced the weapon linking to the music, and that experience was totally new to me. 僕もゲーム作ってるんですけど、なんかそういうふうになんていうんですかね、主人公にするその要素を変えてみるとまた新しいゲームができるんじゃないかなって思ったんで、このゲームを見て、だからそれでまた違うゲームを僕も作ってみようかなと思います。So as one of the game developer and creator, I thought that maybe I could create something new by trying to make totally new character as a center, which I never thought of. By doing that, I may be able to create a totally new game. So that is my impression. 音楽とゲームを合わせるのはシューティングを合わせるのは難しいと思うんですが、そんなことはないですか？ So I think that in terms of technology, it's difficult to sync the music and shooting timing. But do you think it's difficult or it's easy? We have a programmer that has 10 years as a musician, so he makes it look easy. 実は10年間ミュージシャンとして活躍していますプログラマーがいますので、彼のおかげで簡単にできます。はい、ありがとうございました。Thank you very much。はい、ということで次に行きましょう。どんどん行っちゃいます。次が7番目のプレゼンになります。It's Lurking by Digipen Institute of Technology Singapore from Singapore。それではプレゼンスタート。来た。ごめんなさい、まだ来てなかった。OK, are you ready? OK, じゃあもう一回、プレゼンスタート。皆さん、こんにちは。Good afternoon, everyone. My name is Justin.
皆さんこんにちは。私の名前がジャスティンです。With me, I have Dexter, Zhongming, and Brian. そして、私と一緒に出てきているのはデクスターとゾンミン、そしてブライアンです。We are here today from Singapore to present our game Lurking. そして我々はシンガポールから参りました。本日は我々のゲームラーキングというものを紹介したいと思います。A survival thriller game produced over a course of 6 months at Digipen Singapore. そしてディジペンシンガポールにおきまして6ヶ月かけて作り出したサバイバルスリラーゲームです。Lurking is a game where sound is the only way you see and your enemies hear your fear. そしてラーキングというゲームでは音のみを通じてプレイをする際にものを見ることができ、そして相手も自分の恐怖心というものを音を通じて見ることができるわけです。As you can see, when the character walks or throws things around, sound is created which lights up the world. そしてご覧の通りですけれども、もしキャラクターが歩き回ったりあるいは物を投げたりすると音というものが生まれるわけであり、それによってその世界に光がつくわけです。The sound-based idea originated from Dexter, who was inspired by a video of a little girl exploring her world using echolocation. そしてこの音をベースとしたアイデアというのはもともとデクスターが思いついたものです。彼は目の見えない少女のビデオを見ていたわけですけれども、その少女は自分の世界を探索するためにはエコロケーション、反響定義というものを使っておりました。From there, we set out to create an immersive experience. Where players became part of the game. そしてそこを出発点として一つの臨場感ある体験というものを作り出そうというふうに考えたわけであり、そしてプレイヤーがゲームの一員として参加できるものを考えました。 The microphone, when calibrated, will pick up the player's screams, breathing, and speech. そしてマイクはそのキャリブレーションをしっかりすればそのプレイをしている人の呼吸とかあるいは言葉とかあるいは叫び声というものを拾うことができます。 This input is then converted into sound pulses in game, which the enemy can hear. そしてこのような入力というものは音のパルスというものに変換され、そして対戦相手はそれを聞くことができます。 Forcing the player to manage their fear and not scream even when they want to. そこでプレイヤーとしては自分たちの恐怖心というものを抑え、そして仮に自分は叫びたくなった場合でもそれを抑えるように努力しなければなりません。 As you can see, if the player remains completely silent, the world will fall into absolute darkness. そしてご覧の通り、もしそのプレイヤーは完全に沈黙を保つことができるのであれば、世界は絶対的な暗闇の中に陥ることになります。 Amplifying the creepy atmosphere. そしてそれによってこのゲームにおける恐ろしい雰囲気というものを増幅することができます。 As you can see, there is no way for Dexter to fend off his pursuer. ご覧の通り、デクスターの方では自分を追跡する相手を払いのけることができないんです。 So maybe we can try something else. そこでもっと別の手を何か試そうか。 It seems like the enemy is attracted by the sound created by the tin can. ここで鈴の金属の音というものに非常にその相手は引きつけられているようです。 But after a while, loses interest. しかし時間が経てばそれに対する関心というものが薄れてしまいます。 Can you find something else that can help him? ではデクスターが何か自分の助けになるものを見つけられるでしょうか。 Seems like he has found an audio log. どうやらオーディオログというものを見つけたみたいです。 These audio logs are used for storytelling purposes, but can also be used for something like this. そしてこういうオーディオログというのは物語を語るために主に使われているものですけれども、しかしこういったために使うこともできます。 The continuous audio log keeps the enemy distracted for a longer period of time. そしてより長い間このように継続的にオーディオログというものを使うことによって相手の気をそらすことができます。 Allowing Dexter to make his escape safely. そして無事にデクスターはここから逃れることができます。 In summary, we created an experience that blurred the virtual and reality using the microphone input. そこでまとめますと、マイクロフォンのインプットを利用することによってバーチャルなものとそれから現実のものとの境目というものをより曖昧にすることができたわけです。
creating a unique horror experience. そして非常にユニークなホラー体験というものを作り出しました。 Since graduation, we have been working on a spiritual successor to Lurking. そして我々が卒業してからこのラーキングという作品に対する精神的にこのものを継承するようなものを作り上げようとしております。 So come to our booth later to check us out or talk to us later, or even visit our website at www.lurking-game.com. そして、もし興味があれば我々の方のブースの方に、お越しいただければと思っております。あるいはウェブサイトをアクセスしてください。www.larking.com の方にアクセスしてください。 That's the end of our presentation. Thank you for having us. And if you have any questions, please feel free. そしてこれが以上我々のプレゼンテーションですけれども、もし質問があれば遠慮なく聞いてください。Thank you! ありがとうございます。これあれですよね。音が実際は聞こえてドキドキするようになってるんですよね。So you actually hear the sounds and that causes your heart to throb, does it not? 今音が聞こえなかったんで。But we could not hear the sound just now. I think something wrong with the system at that. ちょっとシステムにちょっと不具合があったみたいです。マイク近づけて。Perhaps if you get the microphone close to this. Let's show us a quick demo. So as you can see, sound is being created right now, and then the boxes are going. So the sound is being created, and okay, when boxes are thrown, they create sound which create these pulses. でこういうような音っていうものが作り出されます。 Then this is the audio logs. You can play them. こういうふうな形でプレイできます。 And when you throw them, they create like a torchlight effect for the game. そしてこのようなサーチライトのような効果というのを作り出すことができます。なるほど。怖いです。音大事ですね。怖い怖い。So that's very creepy. ブースだと普通に音が出てる状態でプレイできます。 And is it possible to enjoy playing the game at your booth with the sound available? Yeah, you can come, but the thing is because the show floor is quite noisy, so you can still come and play, but it might not be as ideal as it's supposed to be. Yeah. もしかしてもうショーの方でノイズが多かった場合には、決して理想的な環境でないかもしれませんけれども、プレーを楽しむことができます。ブランドコメント。We'd like to have a comment. Hi. I think the idea of using sound is really nice. Sound as visuals is pretty cool. そしてビジュアルと同様、サウンドを使うというのは非常にいいアイデアでかっこいいと思います。I especially like though that you show your kind of enemy character before it comes to you, so you know that there's something out there lurking in the distance. I suppose that's the point because it's called lurking, but that kind of telegraphing that is really nice while also narrowing your field of vision, so you're expanding and contracting at the same time. Quite nice. 特に私が気に入っている点というのは、このもう名前がラーキング、忍び寄るということなので、その相手のキャラクターというものを示していることによって何か敵がやってくるということはあらかじめ分かるというのはいいと思います。そういうような形でもって自分の視野角というものが広がったり、あるいは収縮したりするというそういった点というのは気に入りました。So how do you plan to expand on this in your kind of sequel or your spiritual successor? それではその精神的にこれを継承するゲームないしは続編というものに関しましてはこういうようなアイデアというものをこれからどんどんどういうふうな形で拡張しようとしているんでしょうか。So what we're trying to do is going to add some texture environments to create even more contrast between the black and white and textures. Additionally, we'll use more advanced sound-based mechanics, so the player might be able to record his own voice into the game and use it as gameplay as well. Yep. それで我々としてはもっとこの環境に対してテクスチャーを加えることによってさらにその白と黒のコントラストというものを強くしようというふうに考えております。それから自分のゲームプレイの中にプレイヤーが自分自身の声というものを録音しそれを活用することができるようにしたいというふうに思っております。Good luck. Thank you. 幸運を祈っています。ありがとうございます。Thank you for having us. はい、ありがとうございました。Thank you very much. はい、それでは次のプレゼンに行きましょうか。残り3つの
そうなんですね。はい。じゃあ次を紹介しましょう。It's chained by Digipainting those guys from USA! はい、それではプレゼンスタート。これはデジペンインスティテュート・オブ・テクノロジーのゲームになります。called Chain. 名前はチェインドです。Chain is a 2.5D puzzle platformer game that explores negative dependency through its ball and chain mechanic. このチェインドというのは 2.5D のパズルプラットフォーマーゲームでユニークな鉄の玉ですとか鎖を使って負の依存関係を例えるゲームです。My name is Keith Leiker. 私はキース・ライカーと申します。I am Jonathan Gregoire. ジョナサン・グレゴワイヤーです。And I'm Decker Geddes. デッカー・ゲデスです。Chain was built by a 12-person game team in our senior year in 8 months. でチェインドは私たちが大学の4年生の時に8ヶ月かけて12人で作りました。Our challenge was storytelling through environment and mechanics that have meaning. で私たちのチャレンジというのはこの環境とそれからメカニクスを使ってある一つのストーリーを伝えるということです。For Chain, it was really important for us to create a game that captured the experience of what it was like to go through a negative dependency. チェインドでは自分のためにならない依存を選んでしまった場合に一体どういうことが起きるのだろうかということを表すことが大事でした。In this game, the player has to use something that they know is inherently bad for them in order to progress through this game world. このゲームではゲームで先に進むためにもう悪いと分かっていても、その悪いものを使わなければいけません。Now, in designing the character, basically I would like to create somebody that just about everybody can look at and relate to, essentially creating an everyman. このキャラクターのデザインですけれども、基本的には誰でも身近に感じられる、誰でも共感できる、エブリマンというタイプのキャラクターを作りました。As the player uses this ball and chain, they only end up destroying the world that they're around. この鉄の玉とそれから鎖を使って進みますと、このキャラクターは自分の周りの環境を結局は壊してしまいます。We tried to reward the player whenever they used the ball and chain through different various means. でいろいろな方法で、鉄の玉や鎖を使ったときには、このキャラクターに対して何らかの褒美を与えています。You'll notice when I throw the ball, the entire world actually grows in color. 今鉄の玉を投げましたけれども、周りの世界がカラフルな色に満たされたのに気がついたと思います。Bear with us. You'll also notice that when the player is not holding the ball, the world becomes gray, symbolizing his negative dependency. でボールを持っていないときには周りの世界は灰色になってしまいますので、このボールを持って負の依存に頼ると世界が変わるということがここで表現されています。Now, the goal in the environment direction was actually to create a visual representation of the player's psyche as they experience the adverse effects of the negative dependency. このゲームでどういう環境を表したいかというゴールですが、
結局、負の依存に頼ってしまうと、こういう悪いことが起きる、そしてその時にどういう心理になるか、そしてどういう人生になるかということをビジュアルで表現するということがこのゲームの目的です。We're going to go ahead and skip ahead to one of the last sections of the game. それではここで、このゲームの最後のセクションまで早送りします。For the first time in this game, the player has completely lost the ball. ここでこのゲームの中で初めてこのプレイヤーは完全に鉄の球を見失ってしまいます。What we've seen in players is that there's a sense of loss when they don't have the ball with them. And as soon as it comes back, there's this excitement to have it. そこでプレイヤーは喪失感を感じるわけです。そして鉄の球はどこに行ったと探し回って見つけるとまたそれにしがみつきたいと思うようになります。We have seen that most players decide to pick up the ball, but this has proven to be the wrong ending. ですのでプレイヤーのほとんどはここでまた鉄の球を手に取ってしまうんですけれども、そうするとエンディングは悪くなります。The entire goal of this experience was to create this feeling that you needed the ball in order to progress. But if you decide to leave it behind and move in a different way, you can find the correct way to complete this game. このゲームを通じて前に進むためには鉄の玉が必要でした。でもある時この鉄の玉をなしに前に進もうと思ったらそれができる。つまり違うことを選択肢を選ぶことができるのだということがここで示されるわけです。This ending shows that even though you can actually complete and solve certain aspects of your life, not everything can be fixed. でこのエンディングで分かることは、別のことを選んで、そして、違う人生、違う方向性を選んだとしても、でも全てを修復することはできないということも示されています。Our game has changed. Those guys, you can visit us at chain-game.com or at the booth. チェーンです。皆様、ウェブサイトはチェーン-ゲーム.com です。それからブースも出していますので、どうぞお立ち寄りください。Thank you so much. ありがとうございました。Thank you so much. ありがとうございました。すごい深いね。深いですね。Very deep sense of meaning of many different things. すごい深く考えさせられますね。はい。It made me think of different things. じゃあ、田代さん、遅れて今いらっしゃった。田代さん、you just got here, so do you have any comments? はい、ブースに行って必ずやりに行きます。I will drop by your booth and try this game for sure. ありがとうございます。なんかその負のものっていうか鉄の玉って個人的にやっぱりこう持ちたくないものじゃないですか。You know, the negative dependency, like holding a steel ball, that's something that I personally don't want to, hang on to. だけどそれを利用してって、ゲームをこう進めていく間にその鉄の玉が今度は自分のパートナーみたいな感じで非常に依存度が高くなりますよね。However, to progress the game, you need this steel ball. Then this ball becomes your partner, and your dependency even becomes more stronger. でその依存度が高くなったところで最終的にこの大どんでん返しで鉄の玉をこうなんていうかな、ない状態の中でこうプレイしていかないといけないっていうその、最後の結末に関して非常にこう興味深く僕の中でも非常に好きなところですね。So when this negative dependency became the strongest, then the major upset happens, and then the character has to proceed without the steel ball, and that's something that I really
it really made me a feeling of the depth and thinking, made me think. そこにすごく面白い、ゲーム性を感じたので、ぜひやりたいです。And that is very interesting, and I really want to play it. Awesome. Thank you. ありがとうございました。どうしてゲームデザインの中に人生を語ろうということを学生で考えるものなんですか So you created this game and you're still at university students. What made you think of connecting game with this deep life philosophy? There's a lot of different influence in that. Part of it is how I react or how I see people react, especially around things. And I want to try to create a game experience that helps people or helps them understand something that they think they need to hold on to, where if they just let it go, they can move on from it. Homework too. いろいろな影響を受けたんですけれども、例えば周りの人たちがどういう生活を送っているかを見ていて、例えばこれがなければもう絶対に生きていけないんだと思っているものでも、実は手放してみたら本当はその方がうまくいくんだというそういう経験を見たのと、それから宿題とかも抱えてましたので、そういう面もあります。クールですね。It's cool. はい、大丈夫ですか。伝えることはね、やっぱりそのブースに行ってどんどん彼らに聞いてほしいですね。OK、それでは次の、作品に行きましょうか。もう残すこと2つ Only 2 left? Oh my gosh, time goes so fast, isn't it? OK, thank you very much. ありがとうございました。それでは次の作品を紹介しましょう。Expand by Chris Johnson and Chris Larkin from Australia. Okay, ちょっと準備してます。Are you ready? Okay? Okay, 準備できました。それではプレゼンテーションスタート。Good afternoon. My name is Chris Johnson. こんにちは。私の名前はクリス・ジョンソンです。And my name is Chris Larkin. 私はクリス・ラーキンです。And we are the creators of Expand. 私どもがエクスパンドのクリエイターです。We are humbled to be here at Sense of Wonder Night to present our game. 我々のゲームをこのセンス・オブ・ワンダーナイトで紹介できることを大変光栄に思います。Thank you to the organizers, sponsors, and everyone here this afternoon. そしてこれを組織した方、スポンサーの方々、そしてここに参加している方々全員に感謝を申し上げたいと思います。In Expand, you explore a blank and white circular world. エクスパンドの中では、白と黒の丸い世界を探索します。You play as a pink square that moves around the world, and as you move, the world peels away and reveals itself. そしてプレーをする際には自分はピンクの四角い形をとり、そしてその世界の中を動き回ることになるわけです。そして動く中で世界の内容というものはどんどん剥がされ、そして自分に対して暴露されてくるわけです。In the game, we deliberately use a minimalist aesthetic to allow the player to draw their own interpretation of the experience. そしてゲームの中には意図的にミニマリズムの美的感覚というものを活用したわけです。そしてプレイヤーがその世界に対して自分自身の解釈というものを描くことができるようにしました。This is done through a reduction of graphical detail and the use of simple piano music and ambiguous poetic text scattered throughout the game. そしてこれを実現するためにはいろいろなグラフィックスのディテールというものを還元し、そして非常に単純なピアノミュージックを活用しております。また世界各地、この世界の中でいろいろなところで非常に曖昧な詩のような文章というものが分散しています。The walls in the world rotate, stretch, and push the player. As the player progresses through the levels, they can be squashed between two walls. そしてこの世界の中の壁というものは回転したり伸びたり、あるいはそのプレイヤーを押し出したりするわけです。そしてプレイヤーが進んでいく中で、各レベルを進んでいく中で2つの壁の間に挟まれ、そして押しつぶされたような状態、スクワッシュされたような状態になったりします。
When squashed, the world will rotate underneath the player and back to the last checkpoint. そしてもしそのようにスクワッシュされた状態になった場合には、その世界は下にプレイヤーの下で回転し、そして最後のチェックポイントまで戻ります。The player will then continue from where they are squashed. そしてそのようにスクワッシュ、押しつぶされた状態になったところからまた再びそのプレイヤーというものは続けていくことができます。In certain areas of the game, the player's movement will influence the movement of the world. またゲームの特定のエリアによってはプレイヤーの方の動きによってその世界の動きそのものが影響を受けます。In this level, as the player rotates clockwise, the red walls rotate in the opposite direction. 例えば、このレベルにおきましてプレイヤーが時計回りに動く際にはその赤い壁は、その反対方向に回転します。If the player collides with these red walls, the world will reset to the last checkpoint. そしてプレイヤーがもしこれらの赤い壁と衝突した場合には世界はリセットされ最後のチェックポイントに戻ります。In some areas of the game, as you move out, the world moves in, and as you move in, the world moves out. そしてこのゲームの特定のエリアによっては自分が出ていく中でその世界が入り込んだりすることもあれば自分が入ってくることによってその世界が出ていくというところもあります。This allows us to have larger levels that extend beyond the confines of the screen. こうすることによってより大きなレベルというものを実現することができるわけであり、そして画面の制約というものをこれでもって乗り越えることができます。We also use a technique called masking, in which certain areas are removed from the world. You can see this in the example where the blank lines may not overlap into the reserved area. それから私どもの方ではマスキングというテクニックを使っております。そしてある特定の領域というものをその世界から省くことができます。例えばこの場合、その黒い線というのは決してその予約されているエリアとは重複しないようになっております。Further into the game, the world opens up for the player to explore. In this area, the path branches out, and we use music to guide the player to their destination. さらにゲームが進んでいきますと、世界はプレイヤーのためにまたより解放されていくことになります。そしてこのエリアにおきまして、その経路というものは分岐するわけですから、音楽を使うことによって最終目的地へプレイヤーの方を導きます。The density of the music grows as the player gets closer to said destination. そしてその目的地に近づきますと、その音楽の密度というものはますます濃くなります。This is one example of where music has a functional purpose in the game. そしてゲームにおいて音楽というものが機能的な目的というものを果たすことができる一つの例です。The beat of the music is also used to cue off the animations, therefore tying music and movement together. そしてこの音楽のビートそのものがアニメーションの部分のキューとなっているわけです。そのためにその動きとそれから音楽というものが連動されている状態です。Overall, the music provides different moods throughout the game, and the emotional experience varies from player to player. そして全体的に音楽はゲームの中で違った雰囲気というものをいろいろと提供するわけです。そしてプレイヤーによってはそこから得られる情緒的な体験というものが異なってきます。Generally, players have said that the combination of music, movement, and poetic text provide a meditative and contemplative experience. そして一般的にプレイヤーの方々の反応としてはこの音楽と動きとそれから詩のような文章の組み合わせによりまして非常に瞑想的でありそして非常に物事を考えさせるような体験というものが得られたとのことです。Hopefully you'll get a chance to play the game here at the Tokyo Game Show. できれば皆様方も東京ゲームショーの方でこのゲームをプレイしていただければ幸いです。Thank you very much for listening. We are hoping to release the game next year. どうもご清聴ありがとうございます。ぜひ来年はこのゲームをリリースしたいと思っております。Thank you, thank you, thank you. ありがとうございました。あ
あれですね、またピコピコするタイミングが見つからないタイプの素晴らしいゲームですね。This is a wonderful game where it's really difficult to determine the timing when to make the sound with it. 見とれてるだけでなんか時間が経ってしまう素晴らしいゲームですよね。It was a wonderful game in the sense that we were so attracted and focused our attention to the game. 多田さん、お願いします。多田さん、would you like to request? はい、非常に白黒のシンプルな世界がとても美しかったなと思います。各パーツの動きが非常に丁寧に作られていて、その一定のリズムを持っているところが非常に素晴らしいなと思いました。Now, it's a very simple and very beautiful game, and in regard to the parts that are moving, I see that there has been very careful attention paid, and there is a certain rhythm that has been maintained. でその幾何学的なはずのその世界というものがそういった音楽とかも相まって非常にエモーショナルなものに変わってるなと思いました。And I see that this world made of geometric figures has, with the combination of music, changed it into a very emotional experience. で非常に良いと思ったのはそのユーザーの方の声もありましたけど、非常に瞑想的になるというところですけど、これってそのパズルゲームという思考を研ぎ澄ますっていうジャンルと非常に合っていると思います。And I believe that, as you mentioned about the reaction of the users finding it meditative, then this is something that suits the category of the puzzle games very much. 非常にそのパズルゲームとしてだけでなく、インタラクティブアートの非常に素晴らしいインディーらしい作品だったなと思いました。And I believe that this title not only functions as a very nice puzzle game, but also as interactive art. ありがとうございました。気持ちのいいですね。はい、素晴らしいですね。 It was wonderful and it felt really nice to look at it. ありがとうございました。Thank you so much. さあ、なんかいろいろ考えさせる作品が多いですね。さあ、それでもう最後になってしまいました。So next one is the last one, right? それでは皆さん、最後を紹介しましょう。最後の一つは、It's Mie Gakure by Mark and Bosch from San Francisco, USA. Okay, are you ready? Okay, それでは行きましょう。プレゼンテーションスタートです。Hi, my name is Mark Tenbosch, and this is Mie Gakure, and it's a four-dimensional game. It's a game where there is a fourth dimension of space. So if you include time, it is a 5D game. はい、皆さん、マーク・テンボッシュです。そしてこのゲームは見え隠れと言います。4次元のゲームです。これは空間に4次元があるということですので、ここに時間を加えますと、実際は5次元になります。So since this is an actual 4D game, I thought I would show you what it would actually look like if you could walk through walls using the fourth dimension, and in the process explain what the fourth dimension is. これが4次元のゲームですので、皆さんに、実際に例えばこの4次元の世界で塀を通るというのは、どうやって通っていくのか、ということを通じて4次元の世界をご説明します。So say you need to get to the other side of that wall, but you can't jump over it and you can't walk around it. さて、この塀の向こうに行きたい。でも飛び越えることもできないし、回り込むこともできない。どうしたらいいでしょうか。Okay, but before I continue, let me explain the game, but in one less dimension. さて、説明するために、ここで4次元ではなく、少し次元を減らして説明したいと思います。So say you're this 2D character and you want to get to the other side of that wall, but you can't jump over it, and that's about it. 2次元のキャラクターです。塀の向こうに行きたいけれども飛び越えられない。どうしたらいいかという命題です。But what if there was more to this world? What if the world is actually 3D? ただこれが2次元ではなく実際は3次元だったらどうでしょうか。And you were just a 2D flat character that could only move inside a 2D plane. ところがキャラクターは2次元の平面の世界に張り付いていますので、2次元的な動きしかできないという前提です。You could go past that wall by just sidestepping it, but how do you do that since you're stuck on the plane? 平面にとにかく張り付いていますので、回り込めば壁の向こうに行けるんですけども、こういう状況でどうやって向こう側に行けるようになりますか。
So you can press a button to turn sideways. この場合はボタンを押して、そして隣の脇道に行きます。So now when you're moving left and right, it doesn't mean the same thing it used to mean. It actually means moving along the third dimension. これで右左に行くということが単純に今までの右左に行くという意味ではなくて、移行することによって3次元に移動するということになります。You take a few steps and you press the button again to face the original way, but now you're in a parallel world that is further along the third dimension. 何歩か歩いて、そしてボタンを押して、今来た方向を向いたとしても、もうここにいるのはパラレルワールドですので、3次元の世界に入っているわけです。So the wall is not in front of you anymore, but it's off to the side, and you can walk right past it. ですので、2次元では目の前にあった塀がもう目の前にないですので、その塀の横を通り抜けていくことができます。And you can notice that some rubble must have fallen off the wall in the third dimension. そして3次元の世界に行くと壁から瓦礫が少し落ちていることがわかります。So you turn sideways and take a few steps to get back to the world you came from and turn back. ですので、横の道を通って、そしてまた何歩か歩いて、ボタンを押すと元々の世界に戻ることができます。But this little character is only 2D, so unlike us, he can't see the third dimension. ただ、この小さなキャラクターはとにかく2次元の世界に住んでいますので、私たちと違って3次元を自分の目で見ることはできません。So on the left side of the screen is the view from the 2D character's perspective, and on the right side is the view from our 3D perspective. この画面が2つに分かれていますが、左側は2次元のキャラクターから見た世界、そして右側は3次元の実は世界が広がっているわけです。So what does the 2D character see when he turns sideways? ですので、この2次元のキャラクターがまた隣の道に移ったらどういう世界が広がるんでしょうか。He might think the world is deforming, but it's just what it would look like if you took 2D slices of a 3D object, like images produced by an MRI machine, for example. これは例えば世界が変形したと2次元のキャラクターを思っていると思います。ただ実は、3次元の立体的な物体を2次元の平面に落とし込むと、こういうようになります。例えば、MRI の画像を撮ったらこういう、画像になります。The world is not changing, it's just being seen from different directions. ですので、これは決して世界が変わったのではなく、見方が変わっただけです。So when he's further along the third dimension, down in the desert world, he can't see the wall, but only the rubble. そしてさらにこの3次元の世界を歩いて進んでいきますと、砂漠の世界に入りました。ここでは塀は見えない。ただ瓦礫しか見えません。And from the sideways perspective, he can move across worlds back into the grass world. そしてこの、隣の道からの見方に移ると、ここの世界を行き来して、そして元の、草が生えている世界に戻ることができます。But back to the 3D character. What if the world actually had 4 dimensions, but we could only see 3? In other words, what if we were living on a 3D plane inside a 4D world? さて、ここでまた3次元の世界に戻ります。もしも私たちは実は4次元の世界に住んでいるけれども、でも3次元のものしか見えないとしたらどうでしょうか。つまりは4次元の中の3次元の面に住んでいるという世界だったらどんな世界になるでしょうか。So you press the button to turn sideways. で、このボタンを押して、そして横道、隣の道にが移ってきます。So that now when you're moving this way, it doesn't mean the same thing it used to mean. It actually means moving along the 4th dimension. そうしますと、ここを移動するというのは、今までの3次元の世界の移動とは違うわけです。実はこれは4次元の世界での移動になります。So you take a few steps and you press the button again to face the original way, but now you're in a parallel world that is further along the 4th dimension. で、ここで何歩か歩いて、そしてボタンをもう一度押して、そして今来た方向を向いたとしても、もうパラレルワールドに移動していますので、ここは4次元の世界になります。
So the wall is not in front of you anymore, but off to the side, and you can walk right past it. ですので目の前にそびえていた塀はもうないわけです。そして横に、本当は存在してますので、この塀を通り抜けることができます。And you can notice that some rubble must have fallen off the wall in the fourth dimension. でこれは塀から落ちた、瓦礫になります。それは瓦礫は4次元の世界に存在しています。You turn sideways and take a few steps to get back to the world you came from and turn back. でまた、横の隣の道に何歩か歩いていき、そしてもともといた世界に戻ることができます。And this is how we walk through walls using the fourth dimension. これが4次元の世界で壁を通り抜ける方法です。Alright, so I just want to show something real quick also. でちょっと簡単に他のものをお見せします。So there's this stone ring and this wooden ring in this level. でここには木の構造物とそれから石でできた構造物があります。And you can go into the fourth dimension. で4次元の世界に今入りました。Move the ring up in the fourth dimension. そして4次元の世界でこの構造物を動かします。Move it forward. で前に押します。And back down in the fourth dimension. そして4次元の世界に戻ります。And when you turn back, you see that the two rings are back. 戻ったらこの、輪の形をした構造物がこのように重なっています。Alright, thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. 皆さんもう一度シェイキーありがとうございます。マイクをこれマイクと間違えちゃったから。このゲームのゴールは何？What is the goal of this game? So it's always to get from one point to the other, and because you can move in the fourth dimension, there's lots of ways you can do that. 常に一つの地点からもう一つの地点に移動するということになりますが、それがどういう障害があっても4次元の世界に行けるので、それが可能になるということです。もう一回、北山さん。北山さん、do you have any comments? ですね、僕が思ったのは、今までみんな5次元なんて考えたことあったのかなっていう。で、多分小学校の時ぐらいに5次元っていうのをみんな考えている時期とか諦めてたと思うんですよ。でもこうやってゲームを通して今まで考えられなかったことを考えれるようになったっていうのがすごいなと思いました。I thought that who else have thought of a fifth dimension, and maybe when we are going to grade school, we talked about the fourth dimension and fifth dimension world. However, when we grew up, we all given up on the idea. But then through the game, you realize something that we thought would not be possible. So that's something very wonderful. でですね、なんで人間が生まれてきた生物っているのかなとか、宇宙の先にある宇宙の外には何があるのかなっていうのもゲームを通して考えれば今まで違った考え方ができるので、だから今まで諦めてたことを考えようみたいな、そういうことができるんじゃないかっていうのをゲームの可能性を感じさせてくれる作品だなと思いました。I think this, the art of the game, would give us an opportunity to think, an opportunity to think of the possibility that in the real world, normally you give up on pursuing, such as why we are here, why we are born, what is outside of the space. Maybe game would give us the opportunity to think it through one more time. So what is the plan of completing this game? When do you think that will happen? When it's done. いつ終わるかですね。終わった時に終わります。
GGC とかでも出て開催されてるのを見てるんですが、もう2年ぐらい作られてます。Actually, I know you developing this game from the GDC through GDC. I think you've been working on this for the last couple of years. Yeah, we've been working on it for 5 years. 5年間作ってます。本当にできるのかね、できた時にできるということですね。So when it's done, it's done. But we're looking forward to, you know, seeing it when it's done. Okay. はい、大丈夫ですか？はい、というわけでありがとうございました。Thank you very much. はい、以上でね、ちょっと前に行きましょう。以上でこれで全てのプレゼンが終わったんですけれども、どうですか？あっという間でしたね。そうですね。So that's it, and it was so fast. This is the 10th presentation, right? 来年から20ぐらいに増やしたいですね。本当ですね。いや、皆さん楽しんでもらいましたか？ Did you have fun? Okay, thank you. それではですね、この後、ここからがね、どうなるのかちょっと楽しみなんですけれども、それではこの後どうなんですか？まず今は集計の作業に入っていただいてます。はい、わかりました。So we're counting the points, and we have to guess who will get which hour. So I would like to invite all the judges on the stage while we're counting. それでは皆さん今集計を行っているので、その間にジャッジの皆さんを改めてステージの方へお招きしたいと思いますので、皆さん大きなシェイクでお迎えください。So please come on the stage. こんなたくさんジャッジいたんだなって改めて見ると思いますけど、So here are the judges for today. それではちょっと一人一人にね、感想を聞いていきましょうけど、クイックにね。はい、短く、はい、ありがとうございました。いや、なんか後半哲学的な作品が多くて、もう頭が今ちょっとなんか混乱しちゃってますね。あ、でもすごい面白かったです。Now I'm feeling a bit confused because in the second half we got a lot of works which dealt with philosophy, but at any rate it was enjoyable. ですね、なんかちっちゃい頃とか昔にやったゲーム体験が参考にして新しいゲームを生んだっていうのがいくつかあったと思うんですけど、それがなんか新しい流れだなと。で、今回のゲームをやった人が次のゲームを作ればね、もっと面白いゲームができそうだなと思いました。Now it seems that a few of the games were created as new game experiences based on game experiences that the creators had during their childhood. And so this seems to indicate a new kind of trend. And when people try out these new games, then this may well lead to the next generation of games. I think this year in particular, one of the prevailing themes in Sense of Wonder Night is what I call what you don't see. おそらく今年の中で特に目立ったトレンドとしてはこのセンス・オブ・ワンダー・ナイトのその作品の中では、見えていないものが何かというようなテーマです。In Dub Wars, the music is your weapon. In Lurking, darkness prevails. In Miyakure, the solution might be in another dimension. ダブウォーズの場合といい、またラーキングなどで目の見えないものとか、あるいは見え隠れでは場合によってはその解決策というのが別の次元にあるかもしれないというような要素がありました。我々この前に4時間以上かけて130個から選んだんですけども、素晴らしい10個を選んだなと思って自分たちもちょっとびっくりしています。Now, we spent about 4 hours going through 130 entries, and then we came up with this solution, but we ourselves were quite surprised to see what wonderful works we found among the 10 selections here. はい、面白いと思わせるゲーム、楽しいゲームというのは、
決して大規模なチームとか、先端の技術では必ずしもなく、時には人からクレイジーと思われるような発想だったり、作り続けるという情熱が大事なんだなというのを今年本当に非常に分かりました。ありがとうございます。I think that when it comes to very enjoyable, entertaining games, it doesn't necessarily have to have a large scale of a team, nor does it have to have the leading edge technologies involved. It could be crazy ideas. However, it's very important to have the passion to continue to make efforts in this area, and I was keenly made aware of the importance of such elements today. 清掃バンダーナイトの、審査員やらせていただいて今回4回目ぐらいなんですけれども、最初の4年前とか5年前とかはですね、アイディアは面白いんですけどゲームになってないタイトルとか結構あったんですけれども、年々レベルが上がって今年は本当にそのなんですかね、清掃バンダーを感じさせるアイディアだけではなくて、ちゃんとゲームとして面白い、ゲームとしてすごく遊んでみたいタイトルがたくさんあって素晴らしいなと思いました。Now, this is the fourth time in Sense of Wonder Night that I'm acting as a judge. And when I was serving as the judge for the first time about 4 or 5 years ago, there were a lot of good ideas which I found interesting, and yet they had not been mature enough to be really a complete game. But now I see that the ideas here truly give a sense of wonder, and yet at the same time, there are also very enjoyable games. And so I was able to see this and enjoy it very much. Keeping it short, I'm really happy to see a lot of games that are dealing with very deep themes like Chained, and also games that are dealing with really silly or stupid themes like Push Me, Pull You. That's great. 私自身が非常にもう手短に申し上げますとゲームとしては非常にチェーンのような非常に深いものというものを感じさせられるものもあれば、非常に一見非常に些細なもので楽しいものというものを、示しているようなプシミプルミのようなものもあって非常に嬉しく思いました。はい、非常にやってみたいタイトルっていうのが本当にどんどん出てくるかなというふうに感じました。年々楽しいタイトルっていうのが出てきて。出てきてるんだけれども、デベロッパーのパッションっていうのはもう変わらないというところが非常によくわかりました。はい。Now there are titles that are coming up one after the other, which I definitely want to try, and each year I'm able to see much that is enjoyable. But also, what I see has not changed is the wonderful passion that the developers have in coming up with these titles. はい、ありがとうございました。貴重なご意見ね、本当すごい参考になりますね、しんさん。はい。集計が終了したようです。あ、なんかいっぱい持ってますね。You have so many papers. I think it's the results, right? Okay, so let's move on to the awards then. それではアワードの発表に参りましょう。じゃあまずはBest Experimental Game Award からどなたに発表してもらいましょうか。はい。OK、それでは The Best。あ、けど紙がないと誰に行くかが。来ました。来た。OK。さあ、トロフィーもね、用意されてますので、それでは発表しましょう。So the Best Experimental Game Award goes to 三重学連。三重学連。Congratulations！はい、おめでとうございます。可愛いトロフィーですね。How do you feel? Good, yeah. It feels weird to say like best experimental because all the games were very experimental. So, thank you. 非常に実験的ということで評価されてるんですけども、すべてのゲームが大変実験的な内容だったと思いますが、いずれにしても感謝してます。はい、ありがとうございました。Really congratulations. Thank you so much. はい、じゃあどんどん行きましょう。次のアワードをどなたに聞きましょうか。はい、それではお願いします。次はベストテクノロジカルゲームアワード。はい、いきますよ。The Best Technological Game Award goes to 8-bit MMO。8-bit MMO。Congratulations。はい、トロフィーが贈られました。おめでとうございます。So how do you feel? I'm very honored to receive this award. Thank you very much. Thank you. Thank you. 本当に光栄です。本当にありがとうございます。
はい、本当におめでとうございました。さあ、次のアワードに行きましょうか。次は何のアワードですか？ベストゲームデザインアワードですね。はい、どなたに？はい、それでは紹介していただきましょう。The Best Game Design Award goes to... はい、Congratulations! はい、トロフィーが贈られました。Thank you. So, please one word. Look, I should say, anyone who wants to come play, come to a booth, bring some friends. That's the best way to play it. Thanks so much again. Thanks to everyone. Thanks to the judges. 本当にありがとうございます、皆さん。もし我々のゲームをプレイしたいということであれば、ぜひ友人も誘ってブースにお越しいただければと思います。ジャッジの皆さん、ありがとうございます。Congratulations! さあ、それでは次行きましょうか。次のアワードは何ですか？次はベストアートアワードです。OK、どなたに？ごめんなさい、八嶋さん。はい。はい。それでは発表しましょう。The best art award goes to Change. Congratulations! はい、トロフィーが贈られました。おめでとうございます。Congratulations! So, okay, can I ask you one more? Thank you very much. It's an honor to be here. Absolutely. 本当にありがとうございます。ここに立つことができて、本当に光栄です。You want to say something as well? It's a huge honor for us to win. Thank you guys so much for everything. ものすごい光栄です。本当にありがとうございます、皆さん。Okay, how about you? Thank you very much. Dick really did an excellent job this year. Very proud of this project. 本当にありがとうございます。そしてこのプロジェクトのアートディレクターとしてデクターが本当に頑張ってくれました。はい、本当におめでとうございました。Congratulations! はい、それでは次のアワードに行きましょうか。次は何ですか？ベストプレゼンテーションアワード。ベストプレゼンテーションアワード、どなたに？はい、もちろん。メガネ下がってます。大丈夫ですか？はい。Okay, the best presentation award goes to Picoletita! Congratulations! おめでとうございます。どうぞ最後に一言ください。ありがとうございます。もっと協力が楽しいっていうステージをですね、もっと増やしたいと思います。ありがとうございました。Thank you very much. I'd like to create more stages so that people can enjoy collaboration. Thank you so much. おめでとうございます。さあ、これでプレゼンターの皆さんアワード、ビッグアワード、終了なんですけれども、もう一度皆さんに大きな拍手をお願いします。はい。はい。そしてジャッジの皆さんにもちょっと拍手をお願いして。まだ一つのアワードの。あ、残ってたっけ？どんなアワードだ？オーディエンスアワードのことですね。オーディエンスアワードといえば、何でしたっけ？皆さん協力お願いしたいと思います。タイトル、一応音がいっぱい聞こえたやつを勝手に選びました。僕のセンサーが選んだものです。で、一つが、どっち今まだ振らないんですけどね。一つがプルミープルミューですね。もう一つがピコレッタ。その二つのどちらかを振ってください。いいですか？ It's time to select the audience award, and with my analog sensor, I chose two titles. One, Push Me Pull You, and the second one, Picoletita. So when I say go, please shake for the ones that you choose. OK。ではそれでは最初にまずいいですか？じゃあちょっと皆さんにもう一回これみんな持ってますか？ Okay, Let's ask if everybody has this because you're the judge now. ね、皆さんが今回審査員になっているので、ちょっと皆さん思いっきりね、ここは参加していただきたいです。So, I would love you to participate for this judging. はい。At first, プルミプルユーという歌。So anybody for Push Me Pull You? Second,ピコレッタ。ピコレッタ。
これチッタ。どっち？もう一回やります？じゃあこの2つだから皆さんもう一回よく選んで振ってくださいね。OK。じゃあもう一回行きましょうか。どっちから行きますか？じゃあ逆に行きましょうか。はい、逆に。Different order。どうぞ。ではこれチッタ。これチッタ first。じゃあOK。じゃあ次。プシミプルユ。あごめん、ジャッジに決めてもらおうか。ジャッジに決めて難しい。僕もですね。It's really 50-50, so maybe you have to ask judges to じゃあジャッジにジャッジは持ってないのか。ジャッジは手挙げて。Okay, they're not shakers, so please raise your hand. Oh, that might be いい very ですか。ごめんなさい。僕も持ってるの初めてです。This is the first time, you know. ね、本当ですね。けどジャッジもすごいって皆さん悩んでますけど、それじゃあ行きましょうか。Judges, you have to make a difficult decision. じゃあ最初まずプルミプッシュプルミプッシュミプルユ。Push me to you. 1, 2, 3, 4, 5. And okay. How many judges by the way? すみません、事務局僕が決めろ。小さな決める。そうだ、だってジャッジもこう10人って5と5で分かれちゃったんですもん。プルミプッシュプッシュミプルユ。Okay, so please give us one word. How do you feel? Thank you so much. This is too much. I like Piccolo Chicken more, but maybe I'll play that. Let's get 10 people together and we'll go play Piccolo Chitta because it's a better game. ありがとうございます。なんだか本当に身に余る光栄で胸がいっぱいです。私はピコロチッタの方に投票したんですけども、じゃあこれから10人揃って皆さんピコロチッタのブースに行きましょう。ピコロチッタの方が面白いゲームだと思います。Thank you very much. ありがとうございました。はい、というわけで全てのアワードがこれで終了となりました。皆さん改めて大きな拍手をプレゼンターの皆さんにお願いします。大きなシェイクですね。そして、審査員の皆さんにも大きなシェイクをお願いします。ありがとうございました。Thank you for judging for coming on the stage. どうぞこれでおいでいただいて大丈夫です。ありがとうございました。Thank you. はい、それではですね、まだフォトセッションの中1回ね、ちょっとこれで締めます。はい。なので、これで以上で、ね、この楽しいイベントがあっという間に終わってしまったんですけれども、まあなんか TG、今回ね、東京ゲームショウのこの公式配信チャンネルで皆さんご覧いただきましたかね、本当ありがとうございました。そして明日もね、明日から東京ゲームショウ一般公開されるということで、ぜひ遊びに来てください。どのゲームもインディーゲームブースで遊ぶことができます。お、そっか、今見たゲームも、じゃあ明日から東京ゲーム、今日いる皆さんも、明日から来る東京ゲームショウに遊びに来る皆さんも、このゲーム遊べるということで、皆さんぜひ体験してください。Thank you for watching the show on the official website of TGS, and all the indie games you can play on the indie booth, so please come and enjoy. Thank you so much. あとですね、最後に皆さんにアンケートを書いていただきたいんですね。アンケート皆さんの手に渡ってると思うんですが、それをぜひぜひ、皆さんのすごい参考になるし、前進するためのいい、きっかけになると思うので、ぜひアンケートの方ご協力お願いします。書き終わりましたらスタッフの方までお持ちいただければと思いますので、よろしくお願いします。So I guess you have some questionnaire somewhere, so if you can fill up and give to the staff later, it would help everybody. Thank you so much for your cooperation. はい、というわけでね、今日も無事に終わりましたけども、7回目どうでしたか？いやー、すごいですね。困りましたね、今年のファイナルは。本当ですよね。賞を分けてあげたかったです。ごめんなさい。本当ですね。もっと賞いっぱい作った方がいいかもしれないね。は
Hi, so this is the end of Sense of Wonder Night Volume 7, and it was a wonderful show. So if you can give us one comment in English, Shin-san, one comment, one opinion in English for English? Yes. Well, thank you very much. Sense of Wonder Night is supported by many foreign people, not only Japanese. So the passion, I love the Indian powers. Thank you for the gathering. Thank you for the helping. So we can change the world. You right? Right? So we want helping the community also. Maybe next year. Yes, maybe next year also. Next year. Of course we have next year. 来年ももちろんありますよね。はい、というわけでね、シンさん、こうやって地球がね、ゲームを通じて一つになるって本当素晴らしいことですよね。今のメッセージも地球上に伝わったと思いますので、ぜひ皆さんウェブサイトの方もこの後チェックしてください。OK、それでは皆さん、MC はシンさんとイザベルでした。ありがとうございました。Thank you very much. そして、もう一回ですね、審査員の皆さん、プレゼンターの皆さん、そして一生懸命通訳してくださったお二人も、はい、ありがとうございます。はい、そしてオーディエンスの皆さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。そして、このスポンサーの皆さんも本当にありがとうございました。So see you next time. Bye bye. ありがとうございます。